私の名前はアンナ。33歳の専業主婦だ。結婚して1年が過ぎたが、まだ子供はいない。夫の拓也は子供が好きで、結婚当初から早く子供を作ろうよと張り切っていた。けれど、なかなかコウノトリはやってこない。痺れを切らした拓也から、一度病院で見てもらいなよと言われ、私は産婦人科を受診した。たくさん検査を受けて、医師から何も問題ありませんと言われ、ほっとした矢先。ごめん、離婚してくれと突然宣告された。どうして？私の体には何の問題もないのよ。俺、早く子供が欲しいんだ。アンナとこのまま一緒にいたらいつできるか不安でたまらないんだ。私は絶句した。結婚してまだ1年よ。私に妊娠能力があるのは証明されてるんだから、もう少し待ってくれたっていいじゃない。だって、アンナはもう33歳じゃん。待ってる間におばさんになるよ。てか、すでにおばさんかな。俺自分の子供には若くて綺麗なお母さんを与えてあげたいんだ。与えてあげる。どういう意味だろう。この人、自分の妻を物か何かと思っているんだろうか。私の胸の深い部分をぐさりと突き刺した。でも私は拓也を愛している。なんとか離婚だけは思いとどまってほしいと必死に説得したけれど、拓也の気持ちを変えることはできず、わずか1年で別れた。悲しくて何も考えることができないくらい落ち込んだけれど、月日が経つにつれ、拓也の本性が分かってきた。私が思うほどに、拓也は私を愛していなかったのだ。子供を作る道具くらいにしか考えていなかったのだろう。その思いが確信に変わったのは2年後だった。拓也が新しい彼女とできちゃった婚になったことを友人の千夏から聞いたのだ。千夏は学生時代からの親友で、拓也とは偶然にも同じ会社に勤めていた。だから千夏は私と拓也の共通の友人。さっぱりとした性格の彼女は男女を問わず人気があった。それを頼って拓也は何でも相談してくるらしい。今の奥さん、アンナと結婚してる時から関係があったみたいよ。え、それって浮気されてたってこと？そう。子供ができないのをアンナのせいにして自分はちゃっかり別の女と遊んでいたわけよ。千夏は持っていたコーヒーカップを乱暴に置くと私を見つめた。アンナもあんな奴のことで悲しんでないで新しい相手を見つけなよ。励まされてようやく気持ちにけりをつけた。そして1年後、私も再婚することになった。離婚してからコールセンターでパートをしていた私は2歳年上のライタと出会い交際を始めていたのだ。付き合って半年が過ぎた頃にプロポーズされた。すごく嬉しいけど、でも、俺じゃダメかな。そんなんじゃないの。私、妊娠しにくい体かもしれなくて。どういうこと？前夫との離婚の経緯を詳しく説明すると、ライタは、なんだそんなことと笑い飛ばす。アンナさんに問題はないってお医者さんは言ってくれたんだろう。それに妊娠は夫婦で向き合って一緒に取り組む問題だよ。それをまるでアンナさんだけの責任みたいに考えるのやめなよ。それを聞いて思わず涙がこぼれた。もしもだよ。子供ができなかったとしても、その時は二人で人生を歩めばいいだけさ。そう言って抱きしめてくれたライタの温かさを私は生涯忘れない。再婚した私は本当に幸せだった。
ライタは家事も得意で、自分のことは何でも自分でしてくれる。独身生活が長かったからな。でも、そのおかげでアンナに巡り会えたんだから、神様に感謝だよと言って、照れくさそうに笑う顔が可愛い。料理も得意で、本格的なイタリアンを作ってご馳走してくれる。拓也はゴミ出しすらしてくれない人だったし、男なんてそんなものだと思っていた私には何もかもが驚きだった。私は本当に満たされていたのだろう。再婚して半年が過ぎたある日、なんと妊娠していることが分かったのだ。産婦人科での定期検診の際、おめでとうございますと告げられた。信じられない思いで家に戻り、仕事から帰ったライタに報告する。マジか？やったな、アンナ。いきなり腰をつかまれ、持ち上げられてびっくりした。ちょっと、やめてよ、ライタ。ごめん。赤ちゃんがびっくりするよな。慌てて下ろすと、私のお腹をそっと撫でてくれる。喜んでくれて嬉しい。当たり前だろ？俺とアンナの子供だ。目を真っ赤にしているライタを見て、私も泣きそうになってしまった。ライタのおかげだよ。一緒にいると心がすごく安らぐのを感じてたもん。だから妊娠できたんだと思う。体大事にするんだぞ。絶対に無理すんなよ。うん、わかってる。それからの10ヶ月間は夢のような時間だった。つわりもほとんどなく、安定期に入ると、ライタと一緒に買い物に出かけ、赤ちゃん用品をあれこれと揃えるのは本当に楽しかった。いよいよ臨月になり、予定日まであと1週間となったある日、スマホが鳴った。なんと拓也からだ。ちょっと迷ったけれど、通話ボタンを押した。もしもし？ああ、アンナ、俺だよ。うん、久しぶりだね。さ、千夏から聞いたんだけど、妊娠したって本当？本当だよ。どうして？だって、アンナは妊娠できないと思ってたからさ。この後に及んで、なんてことを。私は絶句した。もうちょい我慢すればよかったかもな。と、拓也はシャレにもならない冗談を言う。我慢なんてしてもらわなくて結構です。ところで、新妻さんとはうまくやってるの？やだな。何の話だよ。としらばっくれる。どっちにしろもう私には関係ない話だしね。じゃあね。刺すような声で電話を切った。一体電話の目的は何だろうと思い、仕事から帰ったライタに話した。憎しみで離婚したわけじゃないけど、突然電話してくるなんて気分悪いわ。今の奥さんと喧嘩でもしたのかな？愚痴を聞いて欲しかったとか。そんな感じでもなかったよ。もうちょい我慢すればよかったなんて失礼なこと言ってたし。アンナの妊娠をお祝いしたかったのかもよ。なわけないじゃん。ほんとライタはお人よしなんだから。へへへと笑うライタは本当に優しい人だ。そんなライタを前にしていると怒っているのがバカバカしくなって赤ちゃんの話題に切り替えた。赤ちゃんは女の子。この前の検診でお医者様が教えてくれた。名前のことをこの日も二人であれこれ話し合った。ライタの目が喜びでキラキラ光っている。早く会いたいな。もうすぐだよ。それからちょうど1週間後、赤ちゃんは誕生した。稲穂のように元気に育ってほしいと願い、ほすみと名付けた。ほすみを抱いたライタが泣きながら私に、ありがとうと何度も言ってくれた。退院した私は育児と格闘する日々を送っている。
もちろんライタも手伝ってくれるけれど、お互いわからないことだらけで失敗の連続だ。こんな時、頼れるじじばばがいれば助かるんだけどな。仕方ないよ。お互い実家は遠いもん。アンナだけでも里帰りすればよかったのに。いいの。どんなに大変でも私はここでライタとおすみと一緒にいたいの。夜泣きで眠れない夜が何日も続き、ヘトヘトになったけれど、おすみの顔を見ているだけで癒される。3ヶ月が過ぎ、ミルクと母乳を半々にする頃には、ようやく私たちも安心して眠れるようになった。そんなある日、千夏が出産祝いを持って遊びに来てくれた。うわー、かわいい。ベビーベッドで眠るほすみを見て、千夏は小さく声を上げた。本当におめでとう、アンナ。ありがとう。来てくれて嬉しいよ。もっと早くに来るつもりだったけど、ごめんね。何言ってんのよ。千夏は仕事が忙しいんだから、こうやって来てくれただけで嬉しいよ。千夏がお土産に持ってきてくれたケーキとコーヒーを出し、向かい合って座る。おすみの話題で盛り上がり、2杯目のコーヒーを入れたところで、千夏がさーと切り出した。幸せ絶頂のアンナに今更こんな話はどうかと思ったんだけど、聞いてくれる？なーに改まって。拓也のことなんだ。あいつ今の奥さんとすぐに子供ができたでしょ？だからあの時の不妊の原因はやはりアンナだって思ってたみたいなの。もちろんそうだろうね。でもアンナが妊娠したのを知って考え直したみたい。自分の体に問題があったんじゃないかって。何を今更と思う以上に拓也の体のことが不思議だった。拓也には子供ができたんでしょ？何が問題なの？あの男バカなのよ。俺の子じゃない。誰の種を仕込んだんだって嫁さんを責め立ててるみたいよ。千夏は呆れ返っている。何それ。いくらなんでも飛躍しすぎでしょ？相談された時は本物のバカだと思ったわ。拓也本人は真剣に悩んでたってわけ？そうみたい。それでも千夏は拓也を慰めたらしい。そしたらあいつなんて言ったと思う？男あさりの癖は治らない。誰も信用できない。だってさ。どの口が言ってるんだか。自分のことを棚に上げて、よくもまあそんなことが言えるもんだ。私も千夏も呆れ果ててしまった。奥さんは激怒してさ、大喧嘩して実家に帰っちゃったんだって。そりゃそうでしょう。俺どうしたらいい？なんて泣き言言ってきたけど、そんなこと知るかって怒鳴り返してやったわよ。千夏に怒鳴られた時の拓也の様子を想像して、また笑ってしまう。とにかく、そんな感じで、拓也のとこは揉めてるからさ、アンナに何か余計なこと言ってこないか心配なのよ。大丈夫でしょ？私とはもう関係ないんだから。そうなんだけど、あいつ、今まともじゃないから。本気で心配している千夏を見て、この人は本当に優しいと思った。拓也は着信拒否にしておくから。そうだね。私からも連絡するなって釘を刺しておくわ。その時、お昼寝から目覚めたおすみの泣き声が聞こえてきた。私は立ち上がり、おすみを抱き上げる。私にも抱っこさせて、と、千夏が両手を差し出した。二人でほすみをあやしているうちに、私の頭から拓也のことはすっかり消えてしまった。それから1ヶ月が過ぎ、私は育児に追われる忙しい日々を過ごしていた。拓也からの接触は何もなかった。ところが、拓也の奥さんが突然子供を連れてやってきたのだ。
義母から住所を聞いたという。義両親には何かのためにと居場所を知らせていた。沙織と名乗る拓也の奥さんはまだ20代と思われる若さで、大きな瞳が印象的な可愛らしい人だった。もうすぐ2歳という子供の拓馬くんは沙織さんにそっくりだ。向かい合ってソファーに座る。拓馬くんは寝転がっている私の娘を夢中であやしていた。突然すみません。私どうしてもアンナさんに謝りたくて。と沙織さんは切り出した。謝る？はい。私、拓也さんが既婚者だとは知らずお付き合いしていました。でもあんなことになって本当に申し訳なく思っていたんです。ごめんなさいと頭を下げられて正直戸惑った。今更謝られても困るというのが本音だ。わざわざそれを言いに来たの？いえ、私たち離婚することにしたんです。え？拓也と？はい。アンナさんには関係ないことですけど、どうしても話を聞いてほしくて押しかけてきました。沙織さんは席を切ったように話し始めた。彼女の話は驚きの連続だった。俺の子供じゃないって散々罵られました。だったら証拠を見せてやるって DNA 鑑定を受け、拓也との親子関係を証明したんです。じゃあ、問題は解決したんじゃないの？違うんです。お前はやっぱり汚いだの、子供が産めるから結婚してやっただの、言いたい放題だったのに、手が出た途端、なんだ、よかったよかった。安心して二人目が作れるな、なんて手のひらを返され、こんなの許せますか？沙織さんの剣幕は収まらなかった。確かに私は浮気女でしょうが、騙したのは拓也さんです。沙織さんがテーブルを激しく叩く。落ち着いて、子供たちがびっくりするから。すみません。我に返ったように、沙織さんは神戸を垂れた。それで離婚することにしたの？はい。あの人は妻のことを子供を作る道具だと思っているんです。相手は私じゃなくてもいいんです。その気持ちは痛いほどわかる。だって私も同じように感じていたから。目の前の沙織さんが憎いかと聞かれればそうかもしれない。でも少なくとも子供に罪はない。私は楽しそうに遊んでいる子供たちを見てなんだか哀れに思ってしまった。幸い、拓也さんのご両親は私の味方になってくれています。あまりの馬鹿さ加減に呆れて実家への出入りを禁止しているそうです。ご両親、いい人だもんね。そうなんです。あんなに素晴らしいご両親からなんであんなクズが生まれたんでしょうね。私たちはお互いの顔を見合わせて笑ってしまった。親権をよこせって拓也は嘆いているけど、もちろん渡しません。これ以上騒ぎ立てるようなら弁護士を立てろと義両親が言ってくれてます。それで、沙織さんはこれからどうするの？実家に帰って仕事を探します。頑張って。ありがとうございます。私、アンナさんなら気持ちを分かってくれると思って来ちゃいました。それと、あのバカのことだから、アンナさんに何か言いがかりをつけてくるんじゃないかって心配だったんです。気をつけてください。妙な意気投合に、沙織さんを責める気持ちは失せていた。お互い男を見る目がなかったね。そんなことありません。アンナさんはこうして素敵なご主人を見つけたじゃありませんか。沙織さんもまだまだこれからよ。満遍の笑みを浮かべ、沙織さんは帰っていった。もう二度と会うことはないかもしれないけど、心から幸せを願った。拓也と沙織さんの離婚が正式に決まった、と千夏から聞いたのは、
1ヶ月後のことだった。スマホを買い替えた私のところに拓也から連絡はない。だけど、拓也は今もあの時の離婚の原因は私にある、と周りの人に言い続けているようだ。なんとヘタレな男かしら。アンナがさっさと妊娠してれば何の問題もなかったってまだ言ってるわ。電話の向こうで千夏が怒り狂っている。あんまりムカつくからみんなの前で一発お見舞いしてやったわよ。何をしたの？子会社に出向させることに決めたわ。千夏は拓也の上司。優秀な彼女は拓也の課で部長にまで上り詰めていた。それって職権乱用なんじゃないの？女の敵は社会の敵よ。そう言って笑う千夏の声を聞きながら、拓也ご愁傷様とつぶやく。子供が欲しいと願う気持ちに罪はない。けれど、女を子作りの道具としか考えない男は、これからの世を生きる資格はないのだ。妻と上司から厳しい引導を渡された哀れな拓也だが、愛も変わらず女性蔑視を続けているらしい。左遷先でも女性に手を出し、痛い目に遭っているという。バカは死ななきゃ治らない。地獄の閻魔様にあそこをちょん切ってくれと頼んでみようかな。言いたいことはそれだけか。低く響いた太い声に私はすくみ上がった。姑に馬鹿にされ、夫には守ってもらえず、娘までないがしろにされたこの正月。これ以上ひどいことはないと思っていたのに、まだ何か起こるのか。私は泣きそうだった。私は久美。中学を出てすぐ働き始め、19歳で出来婚した。私の両親はいわゆる非正規労働者だ。雇用が不安定なので収入も不安定。それが私が中卒で働き始めた理由だ。自立したかったし、携帯も持ちたかったし。夫の幹夫は4つ年上。出会ったのは私の勤め先だ。派手な見た目で羽振りも良い幹夫に私は憧れた。そして付き合うことになり、出来婚である。当時私は19歳。夫は23歳。成人年齢は20歳という時代の話だから、両家ともにそりゃあもう動揺した。特に夫の祖父はとても怒った。成人が未成年に手を出すなんて、と言って、夫は祖父に殴られたそうだ。祖父は厳格で、硬派で怖い人で、親戚中の誰もが恐れるような人物だ。その祖父が、けじめだけはちゃんとしろと切れたせいか、式はとても盛大に執り行われ、費用も義実家がすべて持ってくれた。その時の私はお姫様扱い。大事に丁寧に扱われた。そしてそれが姑の優しさのピークだった。結婚して10年が経った今、姑は私を嫌っている。義実家は自営業を営んでいる。義祖父が設立した会社で、義祖父は現役で社長をしている。逆境を跳ねのけて会社を大きくしてきた剛腕ワンマン社長だ。姑は役員として事務を取り仕切っている。夫は今は他の企業で働いているが、ゆくゆくは祖父の後を継ぐ予定だ。従業員は70名。業績好調であるらしい。そんな義実家の生活は裕福だ。私のこれまでの人生と全然違う生活レベルである。日々の食事、着るもの、正月、お盆、娘の幼稚園選び。折につけ私と義実家の差が浮き彫りになった。私はごく普通に生活しているのだが、姑にしてみれば貧乏臭く見えるのだろう。姑は私を見てはいつも眉を潜めていた。はじめはそれとなく嫌味を言われる程度だったが、今では私のことをレベルの低い女としてはっきり嫌っている。
お姫様から使用人に降格だ。夫はそんな姑と私の間に立ち、仲を取り持とうとしていた。最初の数年は。いつの頃からか、夫は姑の味方になっていた。なぜならば夫は姑からお小遣いをもらっているからだ。姑は夫を買収したのだ。夫のお小遣いは家計からきちんと出している。月4万。特別少ない額ではないと思う。だけど夫は姑の側についた。一体いくらもらっているのやら。今年もまた憂鬱な年末がやってきた。義実家は自営業なので、取引先への挨拶や従業員の年末調整で年の瀬は大忙し。私はその期間の義実家の家事を請け負うのが通例になっている。自分の仕事や家の用事の合間を縫って義実家の家事を片付ける日々だ。久美さん、ちゃんとお洗濯済ませておいてね。タオルの柔軟剤間違えないでね。洗車もよ。吹き上げをサボったら承知しないから。夕飯はビーフシチューにしてちょうだい。ビーフシチューよ。鶏とか豚じゃないからね。貧乏地だのあなたと私たちは違うのよ。シンクに水滴を残してはダメよ。あと、年賀状の宛名に間違いがないか見直ししておいて。はーい、わかりました。家政婦かっての。お給料が出るなら頑張るけれど、何もないのだ。なんならお礼の一言すらない。やる気が出ない。でも姑は仕事で家のことをする暇はないくせに、私の家事の出来を見回る時間はあるのだ。適当にやっているとお小言をもらう。面倒だ。はぁ、洗車か。洗車機に突っ込むんじゃダメなんだろうな、多分。外も中もピカピカにしてないと合格しない。年末のこの寒い時期に洗車なんて嫌でしょうがない。憂鬱だ。娘の小学校が冬休みに入り、クリスマスが終わり、大晦日を迎え、やっと元日が来た。こき使われる憂鬱な年末が、やっと終わったのである。義実家でのお勤めもこれにて終了。次の年末までは家政婦業はない。と言いたいところだが、正月は正月で、またなんだかんだある。お年始の挨拶で義実家にはいろんな人がやってくる。親戚とか、会社の人とか、夫の祖父の友人とか。姑はその対応で忙しい。反動で私への厄介事の押し付けもひどい。食事の支度に、皿洗いに、買い出しに、掃除に、電話の応対。座って休む暇もない。食事はキッチンで立ったまま、家事の合間にする感じだ。姑と夫は、年始の挨拶に来た親戚と楽しそうに話をしている。お酒が入っていてみんな声が大きい。夫は姑にお酌をしていた。娘は親戚の子供たちと一緒にボードゲームをして遊んでいる。みんなそれぞれに楽しそうだ。その声を聞きながら私は働き通し。前時代の嫁の正月って感じ。毎年のことだから別にもういいけどね。ふん。そうだわ。お年玉をあげましょうね。みんな、はいどうぞ、お年玉よ。そう言って姑は子供たちにお年玉を配り始めた。そうだわ。うちもお年玉を配らなくちゃ。私は慌てて用意してあったお年玉を握ってキッチンを出た。明けましておめでとう。うちからもお年玉を。どうしたの？お年玉を持って子供たちのところに行くと、子供たちはみんな固まっていた。姑だけは上機嫌。子供たちと姑の差が異様だった。私の姿を見た子供たちが恐る恐るこちらを伺っている。何？どうしたの？最年長の男の子が何か言いかけてやめた。そして彼は自分の手元と私の娘の手元を見比べた。ポチ袋を手にしている男の子と何も持っていない娘。周りの他の子たちは男の子と同様にポチ袋を持っている。娘はうつむいて悲しい顔をしていた。久美さん、今年からあなたの子供にはお年玉はなくなったのよ。そうですか。ないならないで別にいい。でもなんでうちの子だけなんだ？
それに他の子たちがいるところでそんな風に宣言するなんてひどいと思うんだけど、周りの子供たちも困惑している。私と子供たちの様子が見えているのかいないのか、お酒の入った姑は上機嫌でこう言った。そうなのよ。中卒の嫁の子供に我が家のお年玉は大きすぎると思って。は？思いがけない言葉に私は驚いた。何？私が中卒だから他の子にはあげるけど娘にはあげない？そんな理由で娘を差別するんですか？差別だなんて人聞きが悪い。当然の区別よ。中卒の女のレベルがどんなものか、この10年で身に染みたの。娘もどうせ貧相な感覚しか持ってないんだから、お金をかけてあげるなんてナンセンスよ。どこが当然なの？私が中卒なのと娘は関係がないでしょ？カッときた私は敬語も忘れて叫んだ。私が敬語を落っことしたことに姑は目をつり上げた。まあ、なんなのその口の利き方は。そんなこと今はどうだっていい。自分の子供を侮辱されて黙ってるなんて親じゃないわ。侮辱？あなた何様のつもり？あなたなんて若いだけが取り柄で他に何もないじゃない。中卒で家事しかできない能なしでしょ？私は会社の役員をして事務の責任者をしているのよ。あなたよりずっと偉いのよ。それと娘とは無関係です。お母さんは私たちの娘にひどいことを言ったんですよ。謝ってください。あなたからも何か言ってよ。俺？夫はこたつでみかんを剥いていた。自分の親と嫁がバトってるってのに、のんきか。頭の中までおめでたいのか。バカ野郎。そうだな。お年玉か。夫は剥き終わったみかんを口に放り込んだ。そして口をもごもご動かしながら言った。むしろ、お前が母さんに金渡したら？いつもお世話になってるんだからさ。はぁ？小遣いもらって世話になってるのはお前だけだ。お前には娘がショックを受けている顔が見えないのか？見えるだろ？そのこたつからしっかり、真正面に娘がいるだろ？今問題なのはお年玉の有無じゃない。姑が娘を傷つけていることが問題なの。いいこと言うわね。さすがは私の息子。ほら、義理とはいえ親なんだから敬いなさいよ。その手に持っている大した額もないお年玉、もらってあげましょうか？姑は高笑い。夫はみかんしか見ていない。最悪だ。なんなんだこの親子。普段から私の扱いは悪かったけど、ここまでひどいのは初めてだ。お酒が入ってるせい？そんなことでは許されない。この人でなし！私は夫に向かってそう叫んだ。夫はむっと口を尖らせた。その時だ。言いたいことはそれだけか。低く響いた太い声に私はすくみ上がった。今まで黙っていた義祖父だ。祖父はソファーに深く腰掛けて目を閉じている。それなのにものすごい威圧感を放っている。姑に馬鹿にされ、夫には守ってもらえず、娘までないがしろにされたこの正月。こんなひどいことはないと思ったのに、まだ何か起こるのか。私は泣きそうだった。だけど、引き下がる気にはなれない。いいえ、まだあります。私が中卒なのはその通りです。学がないのもその通り。だけどちゃんと働いています。中卒だから家事しかできないなんて偏見です。それに私の能力や教養と娘とは無関係です。私が義祖父に言い返すと、夫はうわーという顔をした。この怖い祖父に立てつくなんて正気じゃないぜ、というような顔だ。姑はにんまり笑っていた。私が義祖父にコテンパンにされるのを妄想しているに違いない。そうか。わかった。久美さん、あんたの言い分はよくわかった。義祖父はおもむろに立ち上がり拳を握った。私は覚悟を決めて目をつぶり舌を向く。いてー！その瞬間叫んだのは夫だった。
義祖父、夫の頭にげんこつを振り下ろしたのだ。突然の痛みに動揺する夫。ポカンとする私、姑もだ。義祖父は鬼の形相だった。この大バカ者、何をこたつに座っているんだ。自分の嫁と娘が侮辱されているのに、何もしないとはどういうことだと言っているんだ。だって、久美が中卒なのは事実だし。それを言うならわしも中卒だ。知ってるけど。知っているけれど、それでもお前は中卒を理由に人を馬鹿にしているんだな。義祖父の怒りに満ちた声に夫は目を向いた。みかんの次は目か。あの様子じゃ祖父が中卒ということは知ってはいるけれど忘れていたとか、そんなに重要に思っていなかったといったところだろう。義祖父は今度は姑に話しかけた。わしは中学を卒業して就職をした。それから資金を貯めて会社を立ち上げた。お前の言う通りなら、わしも家事しかできない能なしということになるな。貴様、わしを侮辱してただで済むと思うなよ。義祖父は受けた恩は必ず返すし、あだは数倍にして返す人だ。その不屈の精神で会社を大きくしてきた。その義祖父が自分は侮辱されたと怒っている。姑は大慌てで弁明を始めた。そんなこと、お父さんと久美さんは違うわ。私はお父さんを悪く言ってないわよ。ただ、久美さんが中卒だから。姑が再び中卒と口にしたところで、祖父の顔がさらに怖くなった。わしがしてきた苦労をお前が知らないとは言わせんぞ。中卒というだけで、取引先や競争相手から下に見られ、どれだけ辛酸を舐めてきたか。知ってるけれど、それは。姑はたじたじだ。義祖父は富士山が噴火したような怒りようだ。怒りを爆発させている義祖父は恐ろしかった。中卒のわしの娘であるお前も貧相な感覚の持ち主というわけだ。性格が貧相であるから婿に逃げられたのだろう。まったく嘆かわしい。お父さん、今そんな話してないじゃない。一度痛い目を見ているんだから学習したと思っていた。別れた婿に精神的苦痛の慰謝料をいくら請求されたか忘れたのか？変わっていないとは情けない。姑は夫婦仲の問題で結婚相手に逃げられた過去がある。夫が高校生の時の離婚だった。姑は離婚を人生の汚点だと思っていて話題に出されると不機嫌になる。だから離婚理由を詳しく聞いたことはなかった。けれど、義祖父の話しぶりから察するに、姑の性格が問題だったのだと伺い知れた。年始のご挨拶に来ていた親戚たちがこそこそと帰っていくのが見えた。新年早々、このど修羅場に居合わせて、皆さん災難だったろうな。失敗から学ばないお前に金をかけるのはナンセンスだ。年始の休みが終わったら、お前は役員から外すこととする。パートに切り替えだ。姑は絶望的な声を上げた。しかしこの家で絶対の権力を持つ義祖父に逆らいはしないようだ。ミキヨ、お前いつも母さんに世話になっているだろう。なら、お前が母さんに金を渡すべきだな。一番世話になっているんだから。なんだ、さっき自分で言っただろ。あれは何だったんだ。あの発言は手任せか？祖父の鋭い目に見据えられた夫は、大慌てで尻ポケットから財布を出した。ハイブランドの綺麗な財布。姑からのお小遣いで買ったものだ。その財布が慌てすぎて、こたつ机の上のお雑煮にダイブした。財布はびっしょびしょになってしまった。夫は濡れた財布からお札を抜き取り姑に献上した。おつゆで湿ったお札を姑は指でつまんで受け取った。さて、次はお前だ。義祖父の目は姑を捉えた。たかが獲物を睨んでいるみたいだった。お前もわしに世話になっているな。渡すものがあるだろう。はい。
姑は自分のカバンのところに走っていき財布を出した。慌てる姑の手から財布が転げ落ちる。さっきの夫の再放送だ。そして出したお札を夫から受け取ったお金に乗せて義祖父に渡した。いつもお世話になっております。姑が差し出したお金を奪い取り、義祖父はそのお金を私の娘に差し出した。大人の喧嘩に硬直していた娘は義祖父をこわごわと見上げた。祖父は低く威厳のある声で言った。わしからお前へのお年玉だ。自分の身になることのために使いなさい。娘は今まで持ったことがない額のお札の束に仰天していた。久美さん。あ、はい。私はピンと背筋を伸ばして返事をした。次は私の番か。どんなことを言われるか戦々恐々である。正直、姑にいびられる方が楽だ。私がビビり切って言葉を待っていると、祖父は少しだけ声を穏やかにしていった。久美さんのご実家は今から娘と孫が帰っても問題なかろうか。もしご実家が構わないと言うなら、そこのおせちを持って正月の挨拶に行ってきなさい。わしはこの大バカ者二人と話をせねばならん。大丈夫だと思います。実家がダメと言っても帰ります。大丈夫です。義祖父が指さしたのは百貨店で注文したおせちだ。正月の来客が多い義実家はおせちをいくつか購入している。そのうちの一番豪華なやつだった。姑が反対するかと思って身構えたが、この後、義祖父から繰り出される話のことで頭がいっぱいなのだろう。何も反応しなかった。私は大慌てでおせちを包み、こたつの上を片付ける。娘も一緒になって片付けを始めた。すると義祖父が、いい、娘と孫にさせる。早く行きなさい。と言った。義祖父がそう言った途端、慌てて姑と夫が立ち上がってお皿を集め始めた。私と娘は顔を見合わせ、義祖父にしっかり頭を下げて義実家を後にした。突然の帰省に実家の両親は驚いていた。けれども私と娘を温かく迎えてくれた。実家のお正月はやはり質素で、正月飾りは何もなかった。おせちもスーパーで買ってきた黒豆の煮物と切ったかまぼこのみ。汁物もお雑煮ではなくナスのお味噌汁だった。そこにドドンと現れた百貨店の高級おせち。両親は痛く喜んで義実家にお礼の電話をしていた。受話器から漏れ聞こえた姑の声はしょぼしょぼと張りのない声だった。私と娘は実家に2泊して家に帰った。結婚して初めてのんびりした正月を過ごして幸せだった。家に帰るといろんなことが起こっていた。まず夫と姑は義祖父に思い切り絞られたのが効きすぎて別人のようにおとなしくなっていた。私に小言を言うことも嫌味を言うこともなくなった。夫も姑の味方をやめている。さらに夫はいずれ祖父の後を継いで社長になるという道を断たれていた。祖父が従業員の中から後任の社長を指名したのだ。指名したのは長年会社に貢献してきた誠実な人である。仕事に精通しているし、従業員の信頼も厚い。正直、夫に任せるよりも会社は安泰だと思う。姑はあの日の宣告通り役員を外され、正月休みが明ける前に解任された。そしてパートとして祖父の会社に再就職した。姑の担っていた事務は他の人に回された。その仕事を回された人がまた優秀で、姑よりも作業が早く、しかも正確だという。後任の社長といい、姑の業務の引き継ぎといい、義祖父の人事の腕には舌を巻く。さすがは剛腕社長である。役員を外された姑の収入は激減した。おかげで夫は姑からお小遣いをもらえなくなった。そして、これまで姑を社長令嬢としてちやほやしてくれていた従業員たちも態度を変えた。社長の怒りを買った人として距離を置かれているのだ。姑は自分が威張り散らせる場所をなくしてしまった。今では小さくなって仕事をしている。娘は夫に対して辛辣になった。
姑からひどいことを言われた時に守ってもらえなかったことが原因だ。夫の自業自得である。私は姑に家事しかできないと言われたことで一年発起。通信制高校に通い始めた。これまでは娘が宿題をしている時間は家事をしていた。が、あの騒動以来、夫が家事を積極的にやるようになったので時間が空いたのだ。その時間を自分の勉強時間に当てている。娘は私が勉強に励む姿を見てニコニコしている。自主的に家事を手伝ってくれるようになったし、学校のことも詳しく話してくれるようになった。この正月に姑とやり合って気づいたのだ。私自身、どうせ自分は中卒だからと諦めていた節があった。その思い込みを取っ払ってやろうじゃないか。目指せ首席卒業。私ならできる。見るのは5000円。抱っこは1万円いただきます。は？嫁の言葉に耳を疑う私と夫。どの世界に自分の孫を抱くのに金を取る嫁がいるだろうか。だから、そのくらいおバカな祖父母に娘を会わせたくないってことです。バカが映るでしょ？中卒で農家の夫と私を見下す長男嫁。なら絶縁しよう。夫が嫁に言い放つ。この時、絶縁しておいて本当に良かったと思う。私の名前は妙子。田んぼと畑に囲まれた田舎暮らしの58歳。農家の嫁だ。同い年の夫と次男夫婦と孫一人の5人家族で暮らしている。次男は地元の農業高校を卒業し、同級生だった由美さんと20歳で結婚した。米農家で育った由美さんは農業の苦労や収穫の喜びも知っているのか、農家を継ぐという次男を支え、収穫の時期には人一倍働く天真爛漫な嫁だ。一方、次男と5つ年の離れた長男は、高校卒業と同時に東京の大学に進学した。天気に左右される農家の仕事を継ぐことに抵抗があったのかもしれない。安定した収入を得られるサラリーマンの方が自分の性格に向いていると思ったのだろう。私と夫は長男の考えを尊重し都会に送り出した。その長男が婚約したことを報告に我が家にやってくることになった。聞けばお相手とは職場恋愛。都市銀行の受付嬢で営業マンの高嶺の花。一家揃ってエリート高学歴な美人さんをゲットしたと鼻高々だった。朝から私も由美さんも台所でてんてこまいだった。お母さん、味見してもらっていいですか？都会のお嬢様の口に合うか心配です。少し濃いかもしれないわね。でもいいのよ。由美さんは料理が得意だから自信を持って出しましょう。田舎料理が口に合うか心配だったが、私と次男嫁は精一杯のおもてなしをするつもりだった。だって大事な家族の一人になるんですもの。本当にここが和也の実家なの？想像していたより古くて汚いんだけど。長男の帰省を今か今かと待つ私の耳に甲高い女性の声が届いた。外国車だろうか。長男が右側のドアを開け、女性をエスコートしているのが見えた。都会暮らしに染まった長男の行動に私と由美さんは苦笑い。いらっしゃい。どうぞ上がって。一番洒落たスリッパを出して迎えた私に。はじめまして、勅使河原よしみと言います。和也さんとお付き合いさせていただいています。ご挨拶だけで、ここで失礼いたします。軽く頭を下げ、きびすを返すよしみさん。善良の善に美しいと書いてよしみだと長男から先に名前を聞いていたが、善良とは程遠い挨拶に私は唖然とした。家の中に蛇とかトカゲがいそうで上がりたくないです。服が汚れるのも嫌です。一応掃除はしてあるのよ。食事も用意してあるわ。ブランド服で身を固めたよしみさんはずっと小綺麗な家で暮らしてきたのだろう。
足を踏み入れるのをためらう気持ちもわかるが、第一印象は最悪だった。敷地は広いが、舗装されていない駐車場。崩れそうな納屋。外にあるお手洗い。所狭しと置かれている農機具や直旅。私だってお嫁に来た時は驚いた。ごめんなさいね。驚いてしまったわね。この家は築100年なの。私が嫁いできた時は蚕も飼っていたし、そうそう、庭には豚も鳥もいたのよ。最低。そんなの自慢話にもなりませんから。和也、もう帰りたい。私は険悪な雰囲気を良くしようと昔話をしたつもりだったが、よしみさんは眉をしかめ、長男に帰りたいと訴えていた。母さん、ごめん。父さんに挨拶したらすぐに帰るよ。呼んできてもらえるかな。よしみさんを怒らせたくなかったのか、長男は夫を呼ぶよう私に言った。長男よ、何か間違っていないか？妻の尻に敷かれるのが目に見えてるぞ。幼い頃から面食いだった長男。美人なよしみさんにメロメロなのだろう。都会ではいい家と車と美しい妻を手に入れることがステータスなんだろうな。挨拶に来た子供が玄関まで親を呼びつけるということに釈然としなかったが、客まで待っているであろう夫を呼んだ。温厚な夫は呼びつけられても嫌な顔一つせず、和也とよしみさんに笑顔を向けた。和也、元気だったか？久しぶりの我が家だ。ゆっくりしていきなさい。長男の帰省を喜び、目尻が下がる夫。しかし、久しぶりの親子の会話は悲しいかな、玄関で立ったままだ。そこへ割って入るよしみさん。お父さん、はじめまして、よしみと言います。もうめったに会うことはないと思いますが、とりあえず挨拶まで。私への挨拶よりも短すぎるしひどすぎる。常識を疑うレベルだ。お兄さん、もう帰るんですか？結婚式はいつですか？この状況が許せないと思ったのか、それともめったに会わないという言葉に反応したのか、次男嫁の由美さんが長男に食いつくように聞いた。よしみのブライダルエステが終わる頃だから半年後かな？そうなんですね。さらに綺麗になっちゃうじゃないですか。それよりお母さん、ちょうど収穫時期と重なりますね。困りましたね。由美さんの言葉に一瞬、よしみさんは目を輝かせた。子供の頃から周りにちやほやされてきたのだろう。しかし承認欲求が強く、プライドが高いのか、自分よりも畑の心配をする由美さんを睨んで言う。心配しないでください。こちらの家族は結婚式には呼びませんから。この発言に一番驚いたのは夫である。それはいかがなものかな。畑仕事が忙しいからって出席しないのは、よしみさんのご両親に申し訳ないよ。私の招待客には弁護士や医師、政治家がいます。来てもらっても恥かきますよ。和也から聞いたんですけど、お父さん、中卒で学歴がないんですよね。うちとは釣り合わないです。来ないでください。中卒で学歴がないのは確かだが、犯罪歴もないぞ。夫は温厚な上にユーモアもある。見下されているのに見事な返しだったが、私は上から目線のよしみさんの態度にもやもやした。よしみさんは言うだけ言うと、さっさと車に戻って行ってしまった。和也が私たちに向かって、両手を合わせてごめんのポーズを取り後を追う。嫌な感じでしたね。私たち夫婦を結婚式に呼ばないのならまだしも、親を呼ばないなんてありえないです。夕食を囲みながら憤慨する由美さん。結婚式の話よりも腹立ったのはお父さんを中卒って馬鹿にしたことですよ。実際農家は学歴がなくてもできるからな。仕方ないな。怒っている由美さんを落ち着かせるように優しい小姉で返す夫。私は知っている。実は夫も次男が通った農業高校に進学する予定だったのだ。しかしちょうどその頃、夫の母親が子宮系の病気で入退院を繰り返し、父親一人では手が足りなくなったのだ。ほうれん草、枝豆、
大根の収穫は近所の人を雇い何とか乗り越えたが、出荷までの工程に人が足りなかった。洗ったり、グラムを測って束ねたり、袋詰めする作業は夜遅くまでかかる日もあったのだ。それを見かねた夫は進学をやめ、即戦力として働き出した。お父さんはすごいのよ。さらにセロリまで作っちゃったんですもの。初めて3年で一等品を出荷してるのよ。農業って学歴よりも経験と知識が大事よね。お母さん、のろけですか？じゃあ私も遠慮なく。落ち穂拾いのアイデアを思いついたふみやさんもすごいですよ。自分の夫を自慢する由美さん。嫁と姑ののろけ合戦に夫は目を細め、次男には感謝していると付け加えた。長男夫婦が結婚の挨拶に来てから1年後、子供が生まれたと長男から連絡があった。3ヶ月の女の子だという。計算が合わないような気もしたが、おめでたいことだ。私は電話で祝福を述べた。母さん、言いにくいんだけどお金を貸してくれないか？どうしたの？高収入の長男。金銭管理をよしみさんに任せていたのだが、気づけば貯金がかなり減ってしまったという。よしみの希望で派手な結婚式もしたし、新婚旅行はヨーロッパだったし、家賃15万円のマンションで暮らし始めたら、たちまち金がなくなった。エリートで見えっ張りな女性を妻にしたのだ。お金がかかるってことは分かっていたであろうに、長男は自分の想像を超えてきたと受話器の向こうで嘆いていた。お金を貸すことは簡単だけど、お父さんに相談してみるわね。私の一存で決められずに、そう言って電話を切った。翌週、畑の仕事は次男夫婦に任せて、長男の住むマンションに夫と行った。畑の状態を優先したので、長男の留守中に訪問するしかなかった。お金はよしみに渡しておいてほしいとのことだった。新幹線で東京まで行き、地下鉄を何度も乗り継いでなかなか大変だったがなんとか到着。お金は？お金を持ってきてくれたんですよね。早く渡してください。人酔いしていた私と夫への冷たいよしみさんの第一声に相変わらずだなと思った。しかし1年ぶりに見るよしみさんはまるで別人。目の下にはクマ、頬がこけ、唇も髪の毛も乾燥し、生活の疲れが出ていた。育児疲れだろうと、私は遠慮して玄関で要件を述べた。和也から連絡をもらったの。赤ちゃんが生まれたんだってね。おめでとう。これ、少ないけどお祝いね。今寝ているのかしら。一目でいいから見せてちょうだい。次男夫婦の子はもう7歳だ。久しぶりに赤ちゃんを見られると思うとワクワクした。見るのは5000円。抱っこは1万円いただきます。は？よしみさんの言葉に耳を疑う私と夫。どの世界に自分の孫を抱くのに金を取る嫁がいるだろうか。だから、そのくらいおバカな祖父母に娘を会わせたくないってことです。バカが映るでしょ？風が映ると言われるならまだしも、バカって映るの？聞いたことないんだけど。なら絶縁だ！よほど頭に来たのだろう。温厚な夫がよしみさんに語気を荒げていった。母さん、帰るぞ。5000円払ってでも孫を一目見たかった私は、夫の目の奥が燃えているのを察して財布をしまった。よしみさん、絶縁ってことなのでお金は和也に直接渡すわ。悪く思わないでね。私は怒り型の夫の後を追った。帰りの新幹線の中、夫は怒りが収まらないのか缶ビールを飲んでいた。長男嫁から中卒で農業をやるしか能がない人だと見下されたとき、ここまで怒らなかった夫。高熱や腰痛でも畑仕事を休まなかった夫が初めて仕事を休んだのだ。それも長男にお金を渡したい一心。長男の孫を抱きたい一心だったのだろう。絶縁するからには何か考えているはずだ。あんな嫁に渡すお金なんか、ない！和也のためならまだしも、あいつになんか。夫はあの後、息子から何か聞かされていたのだろうか。
確認したかったが、酔いが回ったのか眠りに入る夫。1ヶ月後、夜10時過ぎだろうか。田舎の夜は早い。さて、明日も朝早いからと布団に入ったその時だった。勝手口をどんどんと叩く音が聞こえ、私は布団から出て台所に向かい、恐る恐る声をかけた。誰かいるの？助けて。蚊の鳴くような声が聞こえ、腰が抜けるかと思った。お母さん、私です。よしみです。よしみさん？どうしたの？何があったの？今開けるから。絶縁しているとはいえ、孫も一緒だったらと思うと、いても立ってもいられなかった。助けてください。台所に上がったよしみさんの第一声は、同情を請うものだった。お金を。和也は？和也もいるの？和也さんは仕事があって来られませんでした。私とこの子だけです。そうなのね。まあ、いいわ。早く赤ちゃんを渡して。あなた、起こしちゃったわね。物音が聞こえたのか、気がつくと夫が背後に立っていた。何をしに来たんだ？俺はあんたを絶縁したはずだが、帰りなさい。毅然とした態度でよしみさんにピシャリと言う夫。こんな夜更けに追い出すなんて正直かわいそうだと思い、私は夫の袖口を引っ張る。夫の仁王立ちに顔面蒼白になり、よしみさんは顔を覆ってギャーギャーと泣き始めた。お父さんは鬼ですか？孫がこんなに泣いているのに追い返すなんて、鬼以下だわ！いや、泣いてるのはよしみさんですよね。孫は私の腕の中ですやすやと寝息を立てている。中卒で学歴のない人はこれだから嫌なんです。すぐに獣のように大きな声で怒鳴るし、いつまでも根に持つし。やだ。お母さん、バカが映るので子供を返してください。一目見たし抱いたので、15,000円いただきます。嘘泣きだったのか、よしみさんは鼻で笑った後、夫をなじり、私の腕から孫を奪い取った。親なんだからさ、子供が困っている時に助けてくれたっていいじゃない。どうして私にはお金を渡してくれないんですか？絶縁してるからに決まってるだろ。は？ケチなんだから。腹立つ。この後に及んで、金銭も要求してきた嫁。根に持つというより、トラウマレベルの恐喝ではないか。わかった。母さん、15,000円を払ってやりなさい。え？絶縁したのだから、もうよしみさんは嫁ではない。赤の他人だ。この先、金銭の要求をしたら恐喝で訴えることもできるけどな。そうじゃないかい、よしみさんよ。本気なのか冗談なのか、夫は笑いながらよしみさんに言った。冗談に決まってるじゃないですか。おバカな祖父母と縁を切っておいてよかったわ。こんな時でも負けん気の強いよしみさんに呆れたが、足元が震えているのを見て少しすっきりした。そこの赤の他人のよしみさんよ。和也が迎えに来るまで家に置いてやる。一泊二食付きで10,000円だ。払えないなら畑で働いてもらう。どうだ？斬新な提案をする夫の顔はにんまりしていた。翌朝、よしみさんはセロリ畑にいた。ブランド品で身を固めていたよしみさんはどこに行ったのか。上下グレーのトレーナーにビニールエプロン、作業帽をかぶり、長靴を履いて次男嫁、由美さんの横に立っていた。お母さん、おはようございます。よしみさん、思ったより似合ってますよね。仕事を教えるようにお父さんから頼まれたんです。一緒に働けるなんて楽しみですね。口元を押さえて由美さんが言う。そうだったのね。よしみさんは畑仕事初めてだと思うからお手柔らかにね。ビニールハウスの中は暖かくて気持ちいいのだろう。隅に置いたベビーカーの中で孫はすやすやと眠っている。子供たちもこうやって大きくなったなぁと思うと感慨深い。元銀行員だから数字に強いって思ったのに、よしみさん覚えが悪いですね。もう一度だけ言いますよ。1900g 以上は L サイズです。
わかってるわよ。だから、根元をもっときれいに拭いてください。まだ泥がついてるでしょ？わかってるわよ。M サイズは1箱に7袋を入れてください。何度言ったらわかるんですか？セロリは新鮮さが命なんです。仕事が遅い。よしみさん学歴は高いのに、バカなの？もう耐えられない。だから農家なんて嫌なんです。汚れるし、重たいし。こんな仕事は中卒の人たちがやればいいんだわ。はぁ？あなただってお米や野菜を食べてるでしょ？農業従事者のおかげなのよ。ああ、やだやだ。そうやって論点すり替えるのやめてもらえますか？底辺のくせに。祖父母だけじゃなくて、おじおばまで底辺な人たちだと思うと、あの子が不憫だわ。由美さんの言葉に逆ギレしたよしみさんは、わめきながら作業棒を畑に叩きつけ、ついに農業従事者すべてを敵に回す発言をした。いい加減にしないかよしみ。俺の家族を悪く言うんじゃねえ。声の主は和也だった。やっぱりここに来ていたのか。探したぞ。お前なんてことしてくれたんだよ。地団打を踏んでいたよしみさんに怒鳴りつける和也。その迫力に、夫も私も由美さんも次男も凍りついた。こんなに怒った長男和也を見たのは初めてだったのだ。鬼の子はやっぱり鬼だわ。獣だわ。泣きじゃくるよしみさん。今度は嘘泣きではないようだ。もうお前とは離婚する。俺の家族をここまで卑下するような奴とは一緒に暮らせない。それに。いいわよ。だったら慰謝料とあの子の養育費をたっぷり請求するから。まだ何にも知らないようだから教えてやるよ。よしみ、お前の使い込みが銀行にバレたぞ。え？和也の言葉に驚いたのはよしみさんだけではない。私も由美さんも次男も寝耳に水だった。びっくりを通り越してポカーン。チベットスナギツネが畑に3匹状態だ。夫だけは何事もなかったかのように、黙々とセロリの株に鎌を入れていた。やはり使い込みの被害届が出されたのか？悪いことをしたんだ。よしみさんよ。仕方ないな。罪を償いなさい。と、ぽつり。え？あなた知っていたの？俺だって鬼じゃない。うちの嫁でいると思ったから、わざわざ金を持って行ったのに。孫を抱くのに金を取るような嫁だと分かったら貸す気も失せた。絶縁して正解だと思ったさ。まさかここまで取りに来るとはな。自分の罪を隠すために必死だったんだろうよ。母さん、ごめん。父さんにはすべて話してある。実はお金を貸してほしいって電話した日、よしみが銀行のお金を使い込んでいたと上司に聞かされたんだ。よしみは銀行を辞める寸前、俺の貯金を下ろして補填し、自分のやったことを隠蔽したつもりだったんだろうな。けど被害届を出し、刑事告訴するって言われたんだ。刑事ドラマのように、よしみさんの罪が暴かれていく。私はごくりと唾を飲んだ。お金の使い込みって、その用途は何だったんだよ。初めて次男の文也が口を開いた。俺と婚約する前にホストに貢いでいたらしい。ほわー、都会は怖いね。顔をふるふるち、一言だけ返した次男も、黙々とセロリの株に鎌を入れ始めた。もう一度言う。セロリは新鮮さが命なのだ。今日中に出荷しなければ売値が落ちる。刑事ドラマ、元井、よしみさんと和也の離婚話に耳を傾けながら、私と由美さんも手だけは動かした。どんな時でも自分が主役でないと気が済まないよしみさんは、みんなの視線がセロリに向かったのを悔しがり。あんたら、私とセロリとどっちが大事なのよと吠えた。セロリと間髪入れずに合唱したのは言うまでもない。和也の嘘つき！私のことを愛してるって言ったじゃないの！くそー！感情的になると獣のようになるのはよしみさんの方ではないか？そう思ったのは私だけではないはずだ。どうでもいいけど、12時までに終わらせてよ。近所の人たちが規格外のセロリを拾いに来るからさ。次男のアイデア、落ち穂拾い作戦が正午から始まるのだ。
近所の主婦や近くの工場勤務の人が昼休みを利用して出荷できないサイズのセロリを拾いに来てくれるのだ。こちらも片付ける手間が省ける。次男の言葉に、さらに犬のようにうなるよしみさんに向かって、夫がとどめの一発。俺は学歴もないけど犯罪歴もない。けどよしみさんよ、あんたは学歴はあるが犯罪歴もあるな。あの時絶縁宣言しておいて正解だったよ。夫はブラックユーモアのセンスもある。よしみさんはキーッと今度は猿になった。その後、和也は無事によしみさんと離婚することができた。使い込みを銀行から訴えられたよしみさんは、親戚の恥だとエリート義実家からも絶縁されたらしい。仕事のできる和也は上司に引き止められたが、銀行を辞める選択をした。父さん、俺もここに住んでいいかな？この前久しぶりに土の匂いを嗅いだら癒されていくのを感じたんだ。ここで子供をのんびり育てたい。そう言って、次男夫婦と共に畑仕事を手伝うことになった。わあ、嬉しいわ。お金を払わずに孫が抱けるのね。と私。お母さん、それが普通ですから。私も久しぶりの赤ちゃんを抱けて嬉しいです。と由美さん。3年後、築100年の家を壊し、バリアフリーの新築を建てた。農家の娘さんと再婚した和也が同居してくれるという運びにもなった。次男夫婦には敷地内に新築購入。今までありがとう。これからも頼むな。この家は俺からのプレゼントだ。新築2棟はなんと現金一括払いだ。農家は貧乏じゃないのよ。生きたお金の使い方をするの。セロリの葉にはね、茎の2倍以上のベータカロチンの栄養があるの。昨日はスープにしたから、今夜は牛肉とごま油で炒めて、コチュジャンを入れて、ピリ辛丼にしましょうね。引退した私は、捨てがちなセロリの葉を料理に使うレシピをいろいろと考えている。食品ロスを減らす、食べる、SDGs だ。今は2人の孫と料理をする時間を楽しんでいる。おじいちゃん、ご飯ですよ。みんなもよかったら夕ご飯を食べていってね。私は畑にいる夫と若い実習生に声をかけた。夫は農業の担い手を増やす活動をしている。飯を食ったら講習の続きをしような。いぶし銀の笑顔の夫はかっこいい。私は農家に嫁いでよかったと思っている。I won't allow you to give birth at your parents' home. My suspicious mother told me so I had no choice but to stop going back. When my mother came to help after giving birth, my husband was furious, saying, I know you don't want to do that, but what are you doing? Furthermore, my mother-in-law said, You're my wife, aren't you? Why are you letting someone else into the house without permission? Quote. And kick my mother out. My anger explodes at these selfish people. I will never forgive them. My name is Misa. I'm a 27-year-old housewife. I used to work for a company until last year, but I quit when I got pregnant. I thought about getting a third-class license, but I wanted to focus on raising my child. My husband is also supportive. My husband is concerned about my health, but he only asks if I'm okay and doesn't take any action. For example, I would be happy if he took out the trash, cleaned up after meals, vacuumed, and hung out the laundry, but he doesn't do anything that could be called housework. Apparently, my mother-in-law did everything for me, and I was raised to believe that my husband didn't have to do anything. My husband has also been completely influenced by my mother-in-law, and she always says that housework is something that a wife should do. I have been the only one doing housework since I was working before I got pregnant. Even when my husband comes home early because I work overtime, he is the type of person who would lie on the sofa and play with his cell phone,
telling me that dinner is not ready yet or that I need to hurry up and dry my clothes. I had given up on expecting anything, thinking it was pointless, but I thought he would change once I got pregnant, but he hasn't changed at all. On the contrary, he has become a troublesome person. He says things like, "The child is more important than me. Don't neglect me just because you have a child." Quote, I am a little, no, quite fed up with my husband saying things like this. My husband doesn't do anything, but it is too hard to move. So what should I do? The answer I came up with was to ask my mother for help. My family home is about a 10-minute bike ride away. Fortunately, my mother, who is in her mid-50s, is still healthy and can ride a bicycle. When I'm sick and can't move, I ask him to do the shopping, cook, and clean the house, but it's only occasionally, not every day. And my husband doesn't look happy about it. If I tell him that my mother came, he gets mad. Why are you letting someone else into the house? The other person is my mother, but your mother would come too. My parents are fine. You came to my house as your wife. Your real mother is no longer a stranger. Don't call her without permission. What era is that thinking from? Actually, I wonder if my husband is in his 60s, not his 20s. I think about this while holding my forehead in my hands at his ridiculous remarks. It's because you don't do anything. I feel sick just sitting down. It's hard to move. If you took care of me, there's no need to call my mother. I argued back, but my husband said, "Why should I do anything when I'm tired from work? You're a monster." Quote, what are you talking about? I have a lot of things I want to say, but if I get any more heated, it will affect my stomach. Pregnancy is stressful, but my husband makes it a constant source of stress. I can't be bothered to see your parents. You absolutely must be home by the time I get home. With such awful words, my husband went to work. As usual, I hadn't even cleaned up breakfast and sighed as I placed the used dishes in the sink. I wanted to go home to my hometown as soon as possible. But I can understand the feeling of not wanting to see my in-laws very much. No matter how close we are, they are still unrelated people. But if they don't like my parents and don't want me to come over, then they should be equal. I came nearby, but I'm tired, so let me rest. I thought this with a forced smile as my mother-in-law suddenly showed up without any notice. I sent a message to my husband saying that my mother was coming over without any notice, but he just said, "What's the problem with my parents coming over?" No, that's the end of the problem. It's hot today. I'm thirsty. Misa, can I have some cold juice? All I have is coffee. Sigh. What an inconsiderate wife. Then go buy it. What? I'm going to buy it. Who else is there besides you? Are you trying to make me, an old woman, go shopping? No way. That's what I should say. I would never send a pregnant woman shopping. She always shows up out of the blue and demands all sorts of things. Sometimes she even eats lunch. When I ask her if she wants to get something to eat, she says, "Don't waste the money your son earned. You should at least make it." Quote, I'm pregnant and it's tough. But when I tell her I'll use the money I earned when I was an office worker, she says, "Please buy some premium meal." What should I say? I feel like punching my mother-in-law with my rice and crab fist. That's not all. Since I haven't been able to clean or choose the way I want, the room is naturally messy. Seeing that, my mother-in-law says, "At least clean it."
and makes me do it. My stomach is getting bigger and it's hard to even vacuum, but my mother-in-law demands perfection, saying things like, "What are you looking at? Your pride is falling at your feet." Quote. Even when I tell her to let me know in advance before coming, she says, "Why do I need to let you know if I'm just going to my son's house?" What should I say? If I wasn't pregnant, I'd be tempted to tell my mother-in-law a story about pro wrestling. And it's not just my mother-in-law who suddenly shows up. My husband's younger sister, who I call Yoshima, is like that too. Yoshima is currently 21 years old. She failed out of college and graduated from a vocational school, but she hasn't gotten a job and is living a lazy, neat life at her parents' house. She says she's in the middle of her bride training, but when I see her lazing around at home, I can't help but wonder what she's doing. Like my mother-in-law, she demands food, but when I asked her to help, she made the skin jerk the size of a squid. When I asked her to put miso in the miso soup, she used up all the miso she had just bought. Yoshima runs away, saying that she's in training. What kind of training are you doing in the Oni family? What kind of training is it to peel vegetables 1 centimeter thick? Is it training to endure eating miso soup? It's clearly unhealthy, and there's no way I, a pregnant woman, could eat it. Of course, neither my mother-in-law nor my father-in-law ate it, so the ingredients were just wasted. And when they both come to my house, they hang around for a few hours and don't go home. When I ask if it's okay to leave my father-in-law alone, she says she likes being alone, but I know that my mother-in-law's cell phone doesn't work. I glance at the display and the caller is my father-in-law. He's clearly telling me to come home soon. In the end, the two of them stay home until my husband gets home, and if I'm having a hard time making dinner, the three of us go out to eat. What about my dinner? It's the worst. My husband is cold to my mother. I'm really irritated by my husband who only cares about his own parents and sister. I'm also angry at my shameless mother-in-law and my father-in-law. I wanted to go home soon, but my mother-in-law suddenly said something outrageous. Would anyone come back to visit their precious first grandchild? Ui-san, I don't care about that. This is my order as someone who raised 2 children. I won't allow you to come back to visit your parents. Stay home. I protested about this, but my mother was right and my husband was completely unreliable. My mother-in-law wouldn't listen either. My in-laws said the same thing as my mother-in-law. This is no good. Then I said I would endure not coming back to visit my parents, but I would ask my mother to help me with the baby after it was born, but this was also rejected. Don't mess with me. Now it's time for the Pope to resort to his methods. After a while, I safely gave birth to a daughter. Everyone was overjoyed to have their first grandchild on both sides. Of course I was happy, but more than that, I felt a strong sense of relief that I had finally been able to give birth. I had intended to focus on recovering my strength until I became a member of the team, but of course my mother-in-law and in-laws showed up. Suddenly, without any appointment. And that would normally be impossible outside of visiting hours. And what's with the two of them, Misa? That face made her make a mysterious request, saying, "You should be more happy since we're here." When Misa-san said, "Hey, Misa-san, we're taking care of the baby, so go buy something," I almost lost my temper. But the nurse hung up before me, so the two of them ended up being kicked out of the hospital. They must have been annoyed by that, because I kept getting messages from Onai-den all night. I had turned off my phone, so I was horrified when I looked at the history the next morning. The team members were in such a situation. Well, I wondered what would happen, but surprisingly, neither my mother-in-law nor my daughter-in-law showed up. Apparently, my daughter-in-law scolded me for not being more considerate. It's fine that my father-in-law and mother-in-law don't show up, but at home, my husband is still not only useless, but also extremely troublesome.
He's the kind of guy who tells me to hurry up and make dinner when I get home with the baby. The future doesn't look bright. So my mother started coming to help out early the next day. She's so cute. She looks just like you when you were a baby. My mother said that with a smile on her face. I really wish she would just stay home instead of coming every day, but I can't be that dependent. And besides, whenever I have to meet my husband, he always starts complaining. That's why I have to get home before he gets home. My mother was about to leave with only an hour left until my husband was due to get home. To my surprise, my husband had already come home. Why? What's wrong? Huh? She said she was lucky because her boss told her to come home early because she had a baby. No, you're not lucky. You didn't do anything, so there's no need to confront him. The people at work were doing this out of kindness, so I couldn't complain, but I was at a loss for words over the unexpected situation. There she was, waiting for her mother and husband. Huh? Why is your mother here? Husband. From behind him, a voice said, huh? It's Misa's mother, quote. Now it was my turn to be shocked. To my surprise, my mother-in-law peeked out from behind my husband. And wasn't my mother-in-law refraining from going out because she was scolded by my father-in-law? Huh? My father-in-law came in between his business trips. They went that far. My mother ended up meeting my husband, my mother-in-law, and my father-in-law due to their outrageous behavior. My husband thought he would put on a mask in front of my mother, but when he saw my mother, he made a disgusted face. Why is your mother here? I asked her to come help me because it was tough later. Ha! Of course I don't want you to come without permission. I told you before. What are you doing without permission? My husband grimaced at my response. His face was so hateful. It was incredibly sullen. He glared at me with a sullen expression, as if he had eaten a meal. But I somehow managed to suppress the urge to pull that hateful expression away and tried to argue back, when my mother-in-law pushed my husband aside and came forward. Hey Misa, do you understand your position? Come forward. She said that and pointed her finger at me. Position? You're my dream, aren't you? Why are you letting someone else into our house without permission? No, it's my mother, but the moment you got married, you became my wife, your family home became ours, and I am your parent. Don't do whatever you want. But still, my body is like, oh no, I don't want to do this. These days, wives are really unreasonable. In the past, even if they were sago, they would do everything around the house perfectly. Me too. Oh, this is going to be a long story. This is tough when I'm still feeling sick after 3. Just as I was thinking that, my mother-in-law said, we can talk about this later. But then, to my surprise, my mother-in-law suddenly pushed my mother's back. Hey, Mom. We'll take care of our cute grandchild. Please leave the others behind. Quote. She said something like that and kicked my mother out. My mother couldn't say anything because it was so sudden, and she went home. My mother glared at my mother-in-law and husband, trying to protest for my sake, but she was outnumbered. Just sit there. Glared at by my mother-in-law and husband, I was forced to sit in the constellation for the rest of my 3rd year and was lectured endlessly. It was hell from then on. My mother-in-law and stepdaughter-in-law come over every day, sometimes stopping, but the two of them just laze around doing nothing. When they get hungry, they make me go shopping or cook. They make me clean up the mess they make, and I make the choices. Of course, I clean the dirty room.
The other person on top of that only does a little bit when they feel like it, and they mostly ignore me. I end up doing the housework, taking care of my mother-in-law, and taking care of the baby all by myself. It felt like I could collapse at any moment, but I somehow managed to hold on. It was all stubbornness. A determination not to let these guys beat me. With stubbornness and determination, I got through those hellish days. And then 5 years and a half have passed since then. I'm 32 years old, and my cute daughter is now 5. We have girls. I've heard that they grow up quickly, and now I'm really starting to realize that. She's become more talkative. And like most girls these days, she's very strong. Having been trained by the daily tortures of my husband, mother-in-law, and mother-in-law, I raised my daughter in a way that she would not be influenced by those 3 people. As a result, Yui-chan grew up to be a child who could brilliantly fight off the demons who tried to make her 18-year-old go shopping, even when she was asked, "Can you buy some sweets for grandma?" "Yupa, please massage her." Even after the birth of our child, my husband was the same. Doing neither housework nor childcare. Omutu never came home once. He didn't even take her to the park. Of course, my daughter would never warm up to a husband who would go out alone on his days off or just lays around at home. So, naturally, my daughter would never warm up to my mother-in-law, who tried to make Yui-chan absolutely hate the bar. The 2 of them didn't notice me laughing devilishly in my heart, saying, "Kahezumi-me." "Hey, Misa-san, your mother-in-law asks what's wrong with your daughter, and she says she's going to get mad, but I can now brush it off by saying, I wonder what's going on. I think I've become stronger too. She started working early and left her in daycare since she was a baby, so she's become a cheeky child. No, even if you say that, she's a kind and good child to me. Doesn't your mother's face annoy you?" "What do you mean?" I couldn't help but blurt out my true feelings, but instead of panicking, I laughed when I saw my mother-in-law's face turning red with anger. "No, really, I've become strong." Did she think it was no use saying anything? I glared at her, but my mother-in-law didn't say anything more. Taking advantage of this, I turned to my computer to get some work done. That's right. She started talking about how my daughter had given birth. When I tried to ignore her, she slammed the laptop shut. I glared at her, wondering what she was doing, but my mother-in-law didn't seem to care. She kept talking to my husband even though she was interfering with my work. It's a happy occasion, even though we got married after I got pregnant, so it's a different order. I think I'll go to the hospital tomorrow. Yao now will go too. I don't think there's any need to interfere with my work if all I'm doing is supporting my husband, but I understand very well that it's pointless to criticize my mother-in-law's actions. Instead, I smiled and said, "Oh, really? Congratulations. That's right, it's a happy occasion. Misa-san has a job and earns money, so give her a generous congratulatory gift. But your mother won't be able to meet you, right? She's a stranger." "What, a congratulatory gift? Don't be ridiculous. I don't have a hobby of celebrating other people's celebrations." "What are you talking about? Even if she's my sister, she's your sister. That's annoying. Didn't your mother go after me?" When a wife gets married, she becomes a member of the other family and her family becomes a stranger. So I forgot that she kicked my mother out, saying she was a stranger. Well, the person who said it may have forgotten, but I haven't forgotten it even after 5 years. If I had glared at her, she would have said it was my mother-in-law. "Hey, what are you talking about? You said it too." When my husband tried to provoke my mother-in-law, I immediately glared at her and said it, which made her flinch.
I'm a daughter-in-law, and my family is a stranger to me, so you didn't let my mother or father see my granddaughter, Yui. You locked my mother out when she tried to help me when I was struggling later, and not only didn't help me at all, you told my parents to use me as a burden. And you didn't do anything either. Well, you're a daughter-in-law. Yes, I was there. I recorded what you just said on my cell phone. You think that as a daughter-in-law, it's natural for a daughter-in-law to devote herself to her family. You think that she shouldn't rely on her own biological parents. Then your sister should be the same. I went over there with my cell phone in one hand and a grin. Then my husband and mother-in-law got flustered. Hey, you, don't mess with me. My sister and you are in a different situation. That's right, that's right. My daughter is my cute daughter. Don't mess with me. They both started attacking me, so I put my cell phone down on the table, drank some tea, and took a breather. Then I took a deep breath and yelled at them, "Don't mess with me." Both of them are scared to death. Dan puts one foot on the low table and rests his elbow on his knee. He glares at the two people who are fainting in front of him. Take responsibility for what you say. You're a grown man, so don't say silly things. Oh, I'm sorry. Don't think I'll apologize and go. I've been looking forward to this day for a long time. When I say that and laugh, their faces turn pale in an instant. Well, I know I'm making a wicked face. Since you locked my parents out, I'll make sure to make amends. Dad is enough to go see your sister and her grandchild. Help. You don't need that. I've asked Dad to explain why Mom won't go to your sister's place. I'm sure your sister's husband will hear about it soon. What did you say? By the way, I've recorded this entire conversation, so I'm thinking of sending the audio data to your sister's husband soon. Huh. Man, it's convenient that you can do so many things with just your own money these days. Gathering evidence will be a piece of cake. My mother-in-law said this with a smirk, and her eyes began to water. So, my daughter and I are leaving the house. My husband's stupid voice echoed as I suddenly declared that I was leaving the house. Leaving the house. What are you talking about? I have a good job and an income now. I'll have you pay child support, but you don't need me anymore. Huh? You don't do anything around the house. You don't care about me. You're indifferent to childcare and don't play with our daughter. Our conversations are disjointed. Do you think there are husbands like that? I think there are. My husband nodded vigorously to my question, and I yelled back, "I don't need you," and grabbed my daughter's hand. Yui has her daddy. She wants to be with him. My panicked husband clung to my daughter as if it were his last resort. But I don't need her. I was completely taken aback by her amazing quick thinking. I had originally planned to get revenge and then get a divorce. I had been planning to leave the house since I heard that my mother-in-law was pregnant. I had already found a new place to live. After that, my daughter and I left home early. After negotiating through a lawyer, my husband safely became my ex-husband. Since he was untrustworthy, child support was paid in one lump sum. That meant my ex-husband was broke. We decided to split our shared savings, but there's no way that guy had any savings. It was a ridiculous amount, so my ex-father-in-law paid the shortfall in child support. My ex-father-in-law had apparently been angry with my ex-husband and ex-mother-in-law's behavior for a long time. He was apparently fed up with a father and daughter who were so similar to each other.
So, my ex-in-laws got divorced because they were concerned about my divorce. They divided their assets, but she had never even worked part-time. My ex-mother-in-law had only looked after her son, and she had no ability to support herself. She apparently came to my husband and moved into their house, but my ex-husband had to pay off his debt to his ex-father-in-law, so they were living off of money. In the end, they moved into a shabby apartment together. There, the two of them lived there, shivering in the draft and living off tea every day. My ex-in-law and I got divorced. Apparently, because she got pregnant first before they got married, it was later discovered that she had no housework skills. Her husband is a capable man who does housework, but apparently he left his ex-father-in-law, who had gotten carried away, to play around. One day, it was discovered that he had left the child unattended and gone to the pachinko parlor for several hours, and the husband ended up getting custody of the child, leading to a divorce. And now, the ex-father-in-law and his ex-mother-in-law, who are incapable of working, are living in a shabby apartment with their ex-husband and ex-mother-in-law, and there is no way they can get by on just their ex-husband's income. They are currently living in poverty, with their electricity, gas, and water services cut off. The above information was provided by the ex-father-in-law. It was so self-inflicted that it made me laugh. As for my daughter and I, we are enjoying our life together. Our new home is close to my parents' house, and my parents come to visit often. My daughter loves her grandparents who take care of her, and she is very attached to them. In stark contrast to her expressionless and cold attitude towards her ex-husband and ex-mother-in-law, she is a childlike child, smiling and hugging her grandmother. Seeing my daughter smile, I thought that getting a divorce was the right decision. I didn't want her to become a person who can't do anything like her husband. My daughter said, "Mom, I cleaned up the dishes. I'm going to fold the laundry now." Even without parents, children grow up. I was so happy to see my daughter growing up so well that I gently wiped away my tears. "家事はお前の仕事だろ。サボるな!" また始まった。夫は自分の身の回りのことは何もせず、私にだけ強要する。指摘すると、俺は仕事が忙しいから。いや、そういうレベルではない。しまいには、口うるさい鬼嫁なんて言われる始末だ。もう怒った。もう私の限界は突破した。母親は強し、ということを思い知らせてやるんだから。私の名前は夏美。ダイエットのためにと、朝食をヨーグルトにしてみたら、美味しくて、いろいろトッピングしてしまい、結果的に太ってしまった。おまぬけな40歳だ。娘のさゆりにも、お母さん、糖質は計算しないと言われてしまった。美容評論家みたいなことを言うようになって、とほほ。今後のダイエットは、運動部の娘が、ジョギングに付き合ってくれるらしいから、素直に体を動かして、健康的に痩せよっと。食事が大好きな私には、食べ物で改善は向いてなかったみたいだな。で、運動によるダイエットも、決して乗り越えられないことはない。なぜなら私は過去に、かなり過酷な状況を乗り越えたことがあるからだ。今から15年ほど前のこと。私はちょうど、さゆりを身ごもったばかりだった。初めての妊娠で、右も左もわからず、親や出産経験のある友達に、あれこれ聞いていたのが懐かしい。不安もあったけれど、お腹の子供と会える日を心待ちにする日々が幸せ、となるはずだった。だが、私は大きな問題に悩まされていたのだった。夏美、ビール頼む!夫はそう気楽に言う。私がたまたま冷蔵庫の前にいるというのなら、何も間違ってないと思う。だが夫は、隣にいる私に空いたビールの缶を手渡し、次の缶を催促するのだった。始まった。
私はため息を漏らした。夫はお茶でも、ビールでも、自分では決して取りに行かない。昔ながらの亭主関白なのかって？いや、それはちょっと違う。もともとは、自分のことは自分でやる人だったのだが、残業続きで疲れている夫がかわいそうで、専業主婦の私は疲れてないから、それくらい取ってきてあげるよ。という私の気遣いが、いつの間にか当たり前になっているのだ。私自身、そのことを特に苦に思うことはなかったのだが、妊娠してみると、夫のこういう指示が結構苦痛になってきた。お茶やビールを冷蔵庫に取りに行くだけならまだいいのだが、2階にある上着を取ってきてほしいとか、車の中の忘れ物を取ってきてほしいとか、結構あちこち動かさせられるのだ。近頃はつわりもひどくなってきたので、夫にとっては些細な要望だろうが、私にとっては一個一個の頼み事が結構しんどい。悪気はないのだが、気遣いもないなぁと、いささかうんざりしてきた。だが私も疲れている夫に、それぐらい自分でやって、と切り出す勇気もなく、黙って我慢していた。心のどこかで、妊婦なんだし、言わなくても察してくれるはず、みたいな期待があったのだと思う。しかし、友人にこのことを相談してみると、男性は言葉で言わなきゃわかんないよ。女同士みたいに察するってことが得意じゃないからね。と、たしなめられてしまった。そういうものか、と反省した私は、正直に夫に伝えることにした。私も妊娠して動くのが辛くなってるの。自分のことはなるべく自分でしてください。なんで？今までやってくれてたじゃん。反論してきたぞ。私も、毎日元気いっぱいってわけじゃないのよ。体もいたわりたいから。例えば、階段を登る2階への移動とかは、必要最低限にさせてください。いやいや、俺も仕事してるから、毎日元気いっぱいじゃないぜ。そんなことじゃないでしょ。夏美は元気ない日でも、専業主婦だから家でゆっくりしていられるだろ。俺は毎日きつくても、辛くても仕事だよ。夏美はそういうの分かってくれてると思ってたのにな。今までそう思って、何も言わずにあなたのサポートになればと色々やってたの。でも、体調も日々変わっていくし、あなたと私の子供を守るために協力してほしいの。大げさだな。ビール取ったり、俺の忘れ物取りに行くだけで、お腹の子供が危険にさらされるわけじゃないだろ。私が転んだりしたら、危険にさらされるわよ。それは、夏美が転ばなければいい話じゃん。俺が夏美に頼み事をしてどうこうって話とは別だろ。何言ってんのこの人。こんなもののわからない人だった。夫が気軽に頼んでくるどうでもいい仕事のおかげで、私が事故に遭っても別の話だから気にしない。そういうことだよね。気軽に頼む仕事をなくそうとする気はない。私とお腹の子供に気を使う発想はないのだな。結婚して1年になる。だが、ここまで夫と会話が噛み合わないのは初めてだった。スマホとスピーカーを接続しようと何度やっても繋がらない。そんな感じ。結局、何も変わらなかった。むしろ悪化したかもしれない。夏美、ビールお願い。お腹の子供が危険かな？本人としては気の利いたジョークのつもりだし、こんなセンスのない人だったのだ。私はどんどん、夫の行動にイライラするようになっていった。夫は私を怒らせて、楽しんでいるのではないか。そこまで思うようになった。イライラするのは、ホルモンバランスの影響なのだろうか。妊娠する前なら、ジョークに笑えていたのかな。それとも、私が夫に愛想を尽かし始めているのか。妊娠中の複雑な心境は、私を悩ませるばかりだ。そんなある日、夫の要求はついに、私の中で一線を越えた。今日、雪がひどくて車が出せないから、クリーニング屋まで歩いて、俺のスーツ取りに行ってくれよ。は？状況を整理しよう。天気は雷。移動手段は歩き。そして私は大きなお腹。いや待て。危険キーワードが3つ揃ってますけど。私が断るとは微塵も思っていないのか。
夫は行きつけのクリーニング店のポイントカードを財布から取り出し、はいと渡してきた。大雪の日で、クリーニング店が臨時休業していてもおかしくないほどである。私が身をもれなくても、普通ならこんな日に妻を外に出歩かせはしないはずだ。車が出せないほどに、何の武装もしてない20代女性が外歩いて危険だと思わないの？私の問いかけに、夫はきょとんとした顔でこちらを見た。滑らないようにしておけば、車よりは人間の方が注意力高いし安全だろ。どんな判断よ。じゃああなたが言って。思わず声を荒げた私に、夫はとても驚いていた。いや、驚かれた顔に驚いたよ私は。ただ、今の今まで私が夫に対して怒ることなど一度もなかった。それは確かだ。それでも今回ばかりは、温厚が自慢の私の堪忍袋の尾も切れるというものである。おいおい、俺は昨日まで仕事だったんだぞ。休みは今日と明日しかないの。それなのに、俺にクリーニングを取りに行けって言うのか？元はといえば自分の洋服でしょ？はあ、優しくないな。妊娠中は女はギスギスするって職場の同僚から聞いたけど、本当なんだな。私が悪いみたいに言わないでよ。こんな日に妻を外に出そうとするあなたの方がおかしいんだからね。別に台風でも地震でもない。ただの雪じゃないか。大げさだよ。でもあなたは、そのただの雪の日に自分は出かけようとしないじゃない。だって疲れるし、寒いし、風邪でもひいたら仕事に響くじゃないか。男の俺が仕事をしなかったら生活が傾くぞ。それこそ大げさよ。貯金もあるし、風邪くらいで生活は傾かないわ。わかってないな。いいよ。クリーニングは来週取ってくるから。最初からそうしておけよ。と言いたいのをぐっとこらえた。言ったところで、無駄だと思ったからだ。さて、あいにくこれでは終わらなかった。またとある日のことだ。これ買ってきて。そう言って、私にメモ用紙を渡す夫。メモにはずらっと、日用品が並べられており、車の免許のない私には、持ち運べそうにない量だ。ねえ、今日は2人で買い出しに行こうって話だったわよね。遠出するから車出すって、あなたが提案してくれたんじゃない？私の言葉に、夫はと首をかしげた。そのつもりだったけど、ほら俺、昨日残業だったじゃん？家でゆっくりしておきたいんだよね。じゃあ、買い物を今度にしたらいいんじゃない？このメモだって、半分くらいあなたが必要なものよね。こんなに持って帰れないわ。私、あとは通販で揃えるとか。大丈夫だよ。気合とガッツでなんとかなるって。は？またしても、小粋なジョークのつもりだろうか。夫はおどけた表情でそう言う。私一人を買い物に送り出す方針に変わりはないようだった。ねえ、前々から言ってるけど、もう私、臨月なのよ。いつ出産になってもおかしくない時期なの。その状態の人間に気合とかガッツとか、面白くもなんともない。もう少し私の体のことを、ちゃんと考えてくれない？思わず、語気が荒くなる。近頃は私自身も、夫に対する苛立ちを隠しきれなくなっていた。そんな私を見て、怒るなよ。最近ピーピリしすぎじゃないか。よくないぞそういう、八つ当たりみたいなの。一緒に暮らしてるんだから、もっと互いが気分よく暮らせるような空気を心がけてくれよ。一体、どの口がそういうのだ。私が悪いというのか。とにかく私は、一人で重い荷物を持たされて家まで運んでこなければならないのか。は？私は別に八つ当たりなんて。そんなに買い物に行きたくないなら、いいよ、俺が行くから。ああ、遅くまで働いて生活費を納めて、土日は休ませてもらえない。俺って何なんだろうな。財布とでも思われてんのかな。これ見よがしに、不満を言いながら車のキーを持って、夫は駐車場に向かって行った。もしあの時、私が何か手に握っていたら、夫の後頭部に向かって投げつけていたかもしれない。というほどに腹立たしかった。私だって、身重の体できちんと食事を作ったり、
なんだかんだで夫の頼み事を叶えてあげてるのに、なんで夫だけが大変みたいに言われなきゃいけないのよ。ああ、もう怒った。ぶち切れた私は、それでも冷静に誰かに相談しようと思った。選んだ相手は、義母、夫の母である。本人のお母さんに相談するなんて、正しい方法かどうかはわからない。だけど、もうすぐ子供も生まれようとしているわけだし、夫との関係をなんとか良好にできないかと、私なりにもがいていたのだ。これから、子育てもしなくちゃいけないのに、夫がこの調子なら、協力は得られないだろう。せっかく夫婦になったのに、そんなのは寂しい。そう思っていた。というわけなんです。お母さん。早速義母に電話してみた。私は、一つずつ丁寧に話した。雪の日に、クリーニング店に歩いて行けと言われたこと。一人で買い物に行けと言われたこと。そして、私が抗議しても、まともに聞こうとしないどころか、何が悪いのかも分かっていないということ。義母はちゃんとしていた。あの子そんなことを言ってるの？言いなりになっちゃダメよ。私の意見に賛同してくれて、今後は家事もほとんどしないでいいと言われた。いつ子供が生まれるかわからないんだから、夫にも一人暮らしに慣れてもらわないと、ということらしい。台所に立って、食事を作るときも控えるように言われ、義母が食事を差し入れてくれることになった。私が申し訳ないと言うと義母は、私もお父さんが他界してからご飯をたくさん作る機会がなくて寂しかったしいいのよ、と笑っていた。おまけにこの電話の後も私のことが心配だからと、義母が早速我が家に駆けつけてくれたのだ。夫とは正反対なほどの優しさに涙が出そうだった。これまで正直なところ、義母とは特別仲が良かったわけではない。子供ができたと分かった後も報告はしたが、その後連絡のやりとりがあったわけではなく、生まれたら連絡しますね、くらいのものだ。ほどほどに距離がある、どこにでもいる義理の家族、という感じだったが、こんなことなら、もっと早く義母に相談してみるべきだった、と後悔した。そんな温かい気持ちもつかの間、買い物から帰ってきた夫が、風呂掃除をしてくれていた義母を見てこんなことを言った。夏美、お前なんで母さんをこき使ってるんだ。その言葉に、義母が大笑いをする。違うのよ。私がやりたくてやってるの。っていうか、こういうことはあんたがしなさいよ。夏美さんもう出産予定日もすぐそこなのに、いつまでも家事させてるんじゃないわよ。義母の叱責に、と固まる夫。少々不服そうな表情を浮かべつつも、夫は義母に、そうかありがとうと答えた。たく、夏美さんが困ってたら、ちゃんと力になってあげるのよ。と、義母のお叱りは続いたが、夫は何も答えなかった。その後、義母は一通り我が家の家事をやりこなした後、義実家へと帰って行った。本当にありがたい。久しぶりに、体も少し休めた気がする。と思っていたら、なんで母さんに家事をさせた？そう言って、私を睨む夫。私の状況を知って、お母さん自身が家事を手伝いたいとおっしゃってくださったの。お母さんがそう言ってた通りよ。私が強制したわけじゃないわ。どうせお前がまたいつもみたいに大げさに言ったんだろ。違うわよ。っていうか、お前って呼ばないで。不愉快よ。お前と呼ばれても仕方ないことをお前がやるからだろ。私が何したって言うのよ。自分の仕事を母さんに押し付けた。は？家事はお前の仕事だろ。サボるな。普段はちゃんとやってたじゃない。サボったことなんてなかったでしょ。知らないな。俺は忙しくして家にいないから。俺のいない隙にお前がいろいろサボってても俺にはわからない。何よその言い草。まるで私が普段何もしてないみたいに言わないで。母さんに仕事を押し付けてる姿を見たらそう言わざるを得ないだろ。家事って言うけど、家事は別に妻の仕事でも何でもないから。一緒に住んでる以上、あなただって本当は家事をやる責任があるのよ。お前、俺に金を稼がせて、今日だって休みだってのに、買い出しまで行かせたくせに、家事まで強制するのか。なんて鬼嫁だ。強要なんてしてないじゃない。
いや、今のは強要だね。ああ、こんな女の元に生まれてくる俺の子供がかわいそうだな。鬼ババ母ちゃんじゃ嫌だよな。そう言って、お腹に声をかける夫。さすがの私もこれにはブチギレ。子供に関わることは何一つしないくせに父親ぶらないで。と言ってしまった。夫もこの言葉には苛立ちを覚えたらしい。父親なんだから仕方ないだろ。それとも、よそに父親でもいんのかよ。と吐き捨て、一人で外に出てしまった。いつもの喧嘩とは違う。どことなく、修復不可能な気配が、家中に漂っていた。もう、夫と一緒にいるのは無理かもしれない。そんなことをもやもやしながら考えていた。その時である。来た！いきなり私は産気づいた。肝心な時に夫はいない。私は一人でタクシーを呼び、即入院。そのまま出産となった。ところが、私が出産したというのに、夫は病院に現れなかった。喧嘩の後、ずっとギスギスしていたせいだろうか。それでも、自分の子が生まれたというのに、連絡すらつかない状態というのはひどい。義母は、夫を引っ張ってでも、病院に連れてくると言って、家まで様子を見に行ってくれたようなのだが、なんと夫は、家にも戻っていなかった。失踪かと思い、警察に相談するかを悩みつつも、夫の会社に電話をすると、出社はしているらしいが、ずいぶん前から休みがちだという。週に2、3度は欠勤していると聞いて、家族全員が唖然とした。毎日のように残業だなんだと言っていたじゃないか。夫の居場所は、会社の人もわからないらしい。家にいるものだと思われていたようで。そりゃそうだろうな。一体どこにいるのやら。うちの両親や義母と、まずは子供と退院してから今後のことを考えようという話になり、一旦夫のことは考えず、というわけにもいかなかったが、小脇に置いておいて、子供と自分のことだけを優先させることにした。そんなこんなで病院を退院し、家に戻って2日ほど経ったある夜、夫が我が家に帰ってきた。ちなみに夫が自発的に帰ってきたのではない。義母が会社に電話して、夫に直接自宅に帰るよう命じたらしい。どこに行ってたんだいと義母が厳しい口調で夫に問いかける。ネットカフェ。そう言って、私たちから目をそらすようにうつむく夫。なんでうちに帰ってきてくれなかったの？子供だって生まれたのに。私の言葉に夫は、自信がなくなったとつぶやいた。思わず私も義母も、はっと声を上げる。俺、心の病気なんだ。寝耳に水ね。本当に？病院は行ったの？義母の問いかけに首を横に振る夫。病院は行ってない。でもこんなにも会社に行きたくなくなったのは初めてだから、多分病気だと思う。いろいろ突っ込みどころはあるけど聞きましょうか。なんでそんな風になったの？会社の人間関係がうまくいってないんだ。重苦しいトーンでそう答える夫に、私もつい、なんでと突っ込んでしまった。指示を出しても、部下が話を聞いてくれない。誰も言うことを聞いてくれないんだ。どんな指示出したの？レンタル DVD 返してもらおうと思って頼んだり、コーヒー入れてもらおうと思ってお願いしたり。は？いや、それは業務に関する指示じゃないから、話聞いてもらえなくて当然じゃない。でも、仕事中の上司の指示だぞ。言うこと聞くのが常識ってもんだろ。今までもずっと、そんなことを指示してたの。そうだよ。夫の回答に、私と義母は深いため息をついた。呆れた。仕事もうまくいかないし、家ではその鬼嫁にやることなすことガタガタ言われて、俺のメンタルはもうボロボロだ。仕事なんてとてもできそうにない。まるで悲劇のヒロイン。改め、悲劇のヒーローばりにメソメソしたことを言う夫に、思わず私の中の何かがブチッと切れた。どれもこれも自業自得じゃん。ガタガタ言ってるのはあなた自身でしょ？黙って働きに行きなさいよ。本当にお前は、昔は優しかったのに変わっちゃったな。結婚すると女性は本性が出て、
性格が変わるって言うけど本当だな。あなたが甘えてるから、こんなこと言わなくちゃいけなくなるんでしょ。甘えてない。もう俺には仕事に行くような心のスタミナがないんだ。それこそ、気合とガッツでなんとかなるんじゃない？前にあなたもそう言ってたじゃない。お前みたいにお気だけの専業主婦と違うんだよ。お前にこの苦しみはわからない。ええ、わかりませんよ。でもあなた言ったわよね。男のあなたが仕事をしないと生活が傾くって。じゃあ仕事すれば？転職でいいんじゃない？だいたい、いつから欠勤三昧か知らないけど、有給はどうなってるの？もうすぐなくなる。じゃ、給与も下がるわよね。文字通り生活が傾くじゃない。働くことが夫の仕事なんでしょ？ほら、働いて。求人情報誌でも取ってきてあげようか。私の責め立てるような言葉に、夫はポロポロと泣き始めた。ひどい。俺が辛いって言っても、お前は寄り添ってもくれないんだな。私がつわりが辛いって言っても、あなたはビールを持ってこいって言ったわね。はて、あれは、寄り添ってくれていたのかしら。私の言葉に、思わず黙る夫。義母も、何を聞いても、あんたが 100% 悪いよ。夏美さんが正しい。と言って頭を抱えた。お前は、何でも大げさに言うし。なんなら、俺がちょっと指摘したら泣いたじゃないか。弱いんだよ。俺はお前よりもっと厳しいストレスにさらされてきたんだ。お前の苦しみなんて、苦しみとは言えない。そう言って、泣きながら声を荒げる夫に、思わず私は吹き出してしまった。鏡見たら？今大号泣してるのは自分じゃない。まさに今、私がちょっと指摘したら、大号泣してるんですけど。それは、本当に冷たい女だ。冷たくもなるわよ。優しくしてもらえないどころか、出産時にそばにいてもくれないんだもの。こんな相手に何をどう優しくしろって言うの。俺はお前の夫なのに。夫なら無条件に優しくしろって？じゃああなたは、私が妻だからって無条件に優しくしてくれた？昔は確かに優しかったけど、最近は冷たくされてばかりよ。結婚して変わったのはあなたの方なんじゃない。外で働いてない奴に俺の苦しみを理解してもらうなんて無理だったんだ。そうね。私も理解したことのない男性に、妊婦の苦しみを理解してもらおうと思うのは無理があったみたい。友達の旦那さんとかは、ちゃんと理解してくれてたから勘違いしてたわ。あれは、友達の旦那さんの人間性が素晴らしくて、あなたの人間性がゴミかす。ほんと、ゴミに失礼だったわ。とにかく最悪だったのね。私の言葉に夫は悔しいのか、俺のせいにするな、と繰り返しながら泣いていた。義母は、息子の醜態に呆れ顔だった。夫は余計に涙を流し、俺は悪くないと子供みたいに泣いていた。その日は話にならないということで、娘よりも号泣する夫を放っておいたまま、義母と二人で寝室に伺ったのだが、翌朝、夫が何を思ったか、土下座で私にすまなかったと言ってきた。どういう風の吹き回し？気づいたんだ。今の俺はお前なしじゃ生きていけない。はい？見たらわかるだろう。心は傷つききって、仕事ができる状況じゃない。お前に支えてもらわないと。今後は俺が主婦になるよ。目を開けたまま寝言を言うなんて器用ね。はぐらかさないでくれ。本気なんだ。冗談であって欲しかったわよ。何をのたまうのかと思えば。家のことは俺が完璧にやる。お前は安心して、外に働きに出てくれ。あなたに母乳が出せる。え？あなた、家事だけやればいいと思ってない。お前の仕事は家事だろ。育児は誰がするの？お前だろ。血のみ子抱えた母親を雇ってくれる会社なんてほとんどないわよ。頭お花畑なの？現実的に考えても働けないわ。じゃあ俺が育児をするし。もう一回聞くわよ。あなたに母乳が出せるの？世の中には、女だからこそできる仕事っていうものがあるんだからね。第一、こんな考え方のあなたに、娘は預けません。じゃあどうするんだよ。誰が働くんだ？家が傾くだろう。傾くのは、
あなたの生活だけだからいいんじゃない？どうでも。なんて、聞こえなかった？あなたが仕事をしなくなって傾くのは、あなたの生活だけよ。当然でしょ？お前はどうするんだよ。まさか、自分の稼ぎは自分のものって言うんじゃないだろうな。ふざけるな。俺は今まで、お前のことも養ってきたのに。よくそんな、意地汚い発想が出てくるわね。そんなこと言うつもりもないわよ。じゃあなんだって言うんだ。夫の問いかけに、私は少しだけ黙った。ずっと静かに、このやりとりを聞いてくれていた義母は、もう何かを察しているようで、仕方ないね、とつぶやく。その様子を前に夫は、何なんだよ、と首をかしげた。離婚しましょう。私たち。私の提案に、目が点になる夫。しかし、私の表情に迷いがないので、だんだんその顔が青ざめていった。なんで、子供も生まれたばかりだろ。理由ならいっぱいあるし、何度も喧嘩したじゃない。今更なんではないでしょ。離婚するほどのことじゃ。確かにあなたは、私を殴ったりするわけでも、命を脅かしてくるわけでもない。見方によっては、今の状況も、離婚するほどのことでもないかもしれないわね。でももう私は疲れたの。俺だって疲れてるぞ。ほら、そういうとこ。何かにつけて、俺の方が大変、とか、俺の方が苦労してる、とかすぐに言うでしょ。苦しいことは比較できるもんじゃないのよ。本人が辛いと思ったら辛いの。あなたがその批評をするもんじゃない。お前だって、俺に同じことをしたじゃないか。私の気持ちを分かって欲しかったからね。でも結果はこの通り。あなたは自分が被害者だ。っていうばかりで、相手の気持ちを考えようともしない。それは、俺の気持ちを知ってもらわないと、理解もできないと思って。それは気持ちの押し付けよ。同じことを私がしたら、大げさって言って聞き流すなんてずるいわ。そんなつもりじゃ。つもりじゃなくとも、結果的にそうなってるの。私は傷ついて、あなたに対する気持ちも離れた。もう夫婦ではいられないわ。考え直せ。何も今離婚しなくても。今離婚しないと、どんどんあなたに甘えられるだけだもの。育児も家事もやって、仕事もやれなんてすねをしゃぶり尽くされるような真似を黙ってされっぱなしになるつもりはないわ。お前一人で子供の面倒を見れるのか。妊娠中からずっと一人で面倒を見てたようなものだけど、覚悟はしてるわよ。そんな簡単なことじゃないぞ。じゃああなたがいれば、簡単に子供が育てられるっていうの？家の中の子供が二人になるだけじゃない。しつこく食い下がろうとする夫に、義母が諦めなと告げた。鶴の一声とはこういうことだろうか。夫はもう私に取り付く島がないのだと、義母の言葉でようやく理解し、その場にうなだれた。俺はこれからどう生きていけば、と、うめく夫。さあ、まずは心を入れ替えることじゃない？転職したって、その考え方のままだと同じことを繰り返すわよ。私の言葉に、夫は崩れ落ちて泣いた。自称心の不調である夫に、やりすぎかな？とは少しだけ思ったが、正直、どれもこれも夫の自業自得なので、多少厳しいくらいでもいいお給になっただろう。離婚するとはいえ、娘の父親なんだから、これからいい方に変わっていくことを願いたいものだ。その後、なかなか夫が諦めず、たびたび、やっぱりやり直さないかと説得を受けたが、なんとか私たちは離婚。会社を休みがちな夫が、今後養育費をきちんと払えるのか心配だったが、そのあたりは、義母もサポートしてくれるらしい。私たちの生活には、何の心配もいらないようにするから、と約束してくれた。義母は血のみ子を連れて離婚する私を最後まで心配してくれていた。夫と離婚しても義母のことは素敵な人だと思えるので、時々私の意向で娘とも会ってもらっている。義母は離婚した家の家族が子供に会うのはあまり良くないって堅くなになっちゃって、最初は乗り気じゃなかったんだけどね。ちょっとずつ心の壁が取れてきたようで嬉しい。一方夫はというと、
まずは心を入れ替えて、今の会社で勤務、と頑張ったようなのだが、想像以上に後輩や同僚に嫌われてしまっていたようで、状況を改善するまでには至らなかった。自称心の病だった夫も、本当に病院に通うほどになり、胃を壊したりするなど、いろいろと大変だったようだ。体を壊してまともに働けないこともあり、転職するようなエネルギーもなく、2、3年は休職と復職を繰り返していた。そうこうするうちに、あまりにも休職期間が多すぎるということで、会社も夫を部署移動させることになり、まあ実質のところ、左遷だ。倉庫管理をするような部署に移動してからは、さらに病状が悪化した。花形の営業部署にいた夫にとって、左遷されたことがショックだったらしい。結局退職し、転職活動をするも、なかなか新しい仕事が決まらず、1年ほど工場のアルバイトを続け、やがてその工場の正社員となった。バイトから就職なんて、夫は随分仕事ができるんだなって。いや、仕事ができなかったというわけではないが、仕事を評価されて、正社員登用されたかというと、少し違うと思う。どうもその工場、仕事がブラックすぎて、人が長く居つかないのだ。常に人手不足なので、正社員を増やし、役職を与え、みなし残業で残業代はちょろまかし放題、みたいな状況になっている。仕事もシフト制らしいが、シフトを守らない社員も多いらしく、下っ端の社員は上司たちの言いなりになって何日も勤務していたりするのだとか。法律ギリギリラインの働かせ方を続けているのに、求人票ではホワイト企業っぽいことを謳っている恐ろしい会社だ。夫も辞めたみたいだが、次の職探しが難航しそうだという不安で、辞められずにいるだけのようだった。ただ、この職場で勤め始めたおかげで、部下をこき使うような悪癖はなくなったらしい。厳しすぎる環境の中で、自分が上司にこき使われるようになり、ようやく下の者の苦しみが分かったようだった。娘の養育費のためにも、頑張って働いてほしいものだ。冷たいって？いやいや。娘の父親って意味では、ちょっとだけ応援してますよ。ちょっとだけね。とはいえ、少し厳しいくらいの環境の方が、あの人の考え方を叩き直すにはちょうどいいだろう。なんだかんだで、夫にとって今の職場は、見方によっちゃ転職なんじゃないかなと思っている。一方、私はというと、初めての出産、初めての離婚、初めての育児、と、そりゃもう、吸ったもんだな日々に、苦労しなかったと言えば嘘になる。やっぱりあんな夫でも、一緒にいた方が、なんて迷うことももちろんあった。だけど、両親のサポートもあったし、何より、娘が目に見えて成長していく様が楽しいというか、愛おしくて、立派なママです、と言えるほどではないけど、なんだかんだ上手にお母さんをこなせたんじゃないかなと思う。この子育ての仕方が正しいかはまだわからないけど、でも、娘が小学校に上がったくらいの時に一度、ちょっとした事件が起きたのだ。娘のクラスに少しだけ発達の遅い子がいたのだが、その子が皆からつまはじきにされていたらしい。その子が嫌がらせをされていた姿を見て、娘が大激怒。ちょっとまあ、軽い乱闘にはなって、相手の親御さんにごめんなさいをすることにはなってしまったのだが、結果的にクラスでの意地悪もなくなり、丸く収まったらしい。もちろん、乱闘を起こしたこと自体はいいことではないので、そこについては叱ったが、娘をあっぱれと思った瞬間だった。小さな頃から困っている人がいたら助けてあげてね、と口酸っぱく教えてきたけど、ちゃんとその教えを実行できる強い子に育ったことを母親として誇らしく思う。そんな娘は受験生になった今、ダイエットに困る私に運動の指南や食事の改善をしてくれている。と、これからも娘と二人、笑いの絶えない家庭を築きたいものだ。
An old man and an old woman are doomed to misfortune from the moment they are born as parents. That sounds good, doesn't it? Question mark. They want to have a baby at that age because they want immediate care. A young couple who looked down on me after I finally got pregnant. Pregnant old women are dirty. I don't want them to come to this hospital anymore. Why do I have to be told this much? Is it really that bad that I didn't give up on the baby? I definitely don't think so. Just watch. I'm going to make them realize what they've done. I'm Tsukasa, a 40-year-old office worker. I met my husband Yusuke, who is the same age as me, as colleagues at the same company, and we got married 12 years ago. When we got married, we were both in our 20s, so we said we'd just leave the pregnancy to nature, but we were so busy with work that we ended up in our 30s. It's taking a long time to get pregnant. I used to say such carefree things, but now I've decided that if I don't choose treatment, I won't be able to have a baby. But no matter how much treatment I receive, I won't get pregnant, and I'm middle-aged, and I know that I'll continue to be mentally and financially exhausted. With my 40th birthday approaching, my husband and I promised that this would be the last time we tried to get pregnant, and we went into treatment with that in mind. Up until now, even when things were tough mentally, my husband and I had been able to live peacefully. With my husband, we could live a happy life together. Rather than giving up, I honestly believed that, and that may have helped me relax. I was told I was pregnant at my usual maternity clinic, where I visited for follow-up care. I couldn't believe it. Thank you, maternity. Thank you. My husband hadn't even given birth yet. Thank you. He kept saying thank you as he cried. Tears welled up in my eyes as I laughed at my husband, and in the end, the three of us went home crying that day. For a while after that, the days passed without me really feeling anything, but after a while, I started to feel sick and tired, which were signs that I was pregnant. Maternity, don't push yourself too hard. I'll do all the housework until the baby is born safely, and I want you to cut back on work as much as possible. Yeah, thank you. But I can't just lie around in bed. As soon as I found out I was pregnant, my husband Yusuke became very angry. All of this was due to the hardships I went through leading up to the pregnancy, but fortunately, I work remotely where I can, and morning sickness isn't that bad. Yusuke and I are both 40 years old, so in society's eyes, we work. I'm in a pretty good position, so I plan to do my best while I'm feeling well. My workplace is understanding of my level 3 pregnancy level, and I'm not worried about the future at all. I've had no problems at work or at home due to my pregnancy, and I was thinking carefreely that maybe it was a reward for my 10 years of hard work. That's right, until I ran into them. I'm taking the day off work today to get checked out, so I'll email you the progress right away. Take care. I should have taken the day off work too. If I had taken the day off every time I prayed like that, I wouldn't have any problems. I'm sure the baby is healthy, so you can work with peace of mind. I smiled at Yusuke's worried face as I headed to the hospital. Despite his worries, the baby in my belly was growing well, and I was in perfect health. I left the examination room relieved that I didn't need to be particularly careful during the examination. That was good. I thought I'd contact Yusuke. I typed an email in a good mood, imagining the face of my husband, who might be anxiously waiting for my call. Then, oh, wait a minute. Is that the lady here? The typing was good, but are they accepting even an old lady like me as a patient? Suddenly, a young couple sat down in the street where I was sitting. Huh? Despite my confusion, the young couple, who were exuding a pungent scent of perfume, continued to talk loudly. Look at this. Isn't it unbelievable that this lady is wearing a pregnancy mark?
Oh, seriously? She's just wearing it as a kid. Even I couldn't help but notice when someone was right next to me pointing at the pregnancy mark on my bag and giggling. If they were talking about me, then it wasn't something I was wearing for fashion. I was definitely pregnant, so I told the young couple as calmly as possible in my voice and tone of voice, and the two of them started laughing out loud as if they were having a hard time finding something funny. Oh no, an old lady is arrogantly announcing that she's pregnant. How old is she, anyway? Oh, she's 40. In Mona's case, 40 is her age. It's scary how old she is to get pregnant at that age. The woman in the Mona couple is probably only in her early 20s. From her perspective, she may be an old lady, but there's no reason for anyone to laugh at her age when she gives birth. Isn't that rude? Without even knowing my circumstances. Oh no, listen, her way of speaking is so rude. It's so sad that a bad boy is being raised by such an old lady. If it were me, I would regret being born the moment he was born. I'm not saying I didn't have my own conflicts about Wizen turning 40. I didn't want someone who didn't know Yusuke and I, who had overcome our various feelings and worries to welcome a new life, to tell me that I would regret being born. What's with you all of a sudden? That's so rude. It's not good to raise your blood pressure while pregnant, but I really wanted to say something back. I know this is a 3-person household. I replied in a restrained voice, knowing that people have their own circumstances, but the couple laughed loudly without paying any attention. It was scary. The old lady was being hysterical. Is she really pregnant? Is she imagining it? It's impossible for her to be pregnant at that age. If there were a real 40-year-old pregnant woman, it would be kind of gross. Pregnancy and childbirth are a privilege for young people like us, so it feels like they're stealing it. What? I felt like my stomach was going to turn when a complete stranger called me gross. I felt bad if I kept getting irritated like this. Just as I was wondering what to do, the hospital receptionist, who had heard the commotion, came to check on the situation. When I tried to tell them that I had been victimized by the two young couples, the couple stood up and started yelling at me, cutting me off. Excuse me. It's scary to be suddenly attacked by this old lady. You should record that you have hysterical larval emotions in your medical record. Hunter. Hey, I'm scared to stay in this waiting room anymore, so please let me into the examination room quickly. The couple chatted away, saying all sorts of nice things, and then suddenly left me. Just then, I was called to the reception desk to pay, but who were those people? They were a bit too rude. I never wanted to see them again. The people in the waiting room stared at me, and I might have left a bad impression on the receptionists I would be seeing from now on. The results of my examination were good, but I left the hospital exhausted because of this look. But I trusted the hospital itself, and I had carefully chosen it after consulting with Yusuke, and I had no intention of changing the hospital I had been going to for many years. Oh, it was just a coincidence that our examination dates overlapped, so there's no way we'd both go to such a nice hospital on the same day. Thinking about that, I didn't want to share the negative thoughts, so I didn't tell Yusuke that I had been approached by a strange couple. And then the next appointment. No warnings this time either. I'm glad everything went smoothly. Because of my age, I'm causing both sets of parents to worry. That's why Yusuke is careful every day to make sure I don't put too much strain on him, and I'm also careful about my health. When I was told that there was no problem with the devotion of the three Fujin family, I felt happy as if my daily life was being rewarded. I will continue to spend my days in good health without accumulating stress.
In a good mood, I finished a quick email to Yusuke and my parents-in-law to report the progress, and waited patiently in the waiting room to pay the bill. Then I saw a pregnant old lady named Gemma. I thought the air on the street was dirty and stagnant. Seriously? Isn't there an age limit for the three Fujin family? Isn't that strange? You should realize that having an old lady give birth will only increase the number of unhappy children. The couple who had bothered me last time appeared with a loud voice that could almost be called a commotion. Huh? Why? I was frozen in surprise, and just like last time, the couple sat down on the sofa where I was sitting. I really feel sorry for the baby that will be born because of Aunt Kodama's selfishness. Her husband is probably too old to work. How are they going to make a living if they won't be able to work soon? Are they planning to have a child and have him work even though he only graduated from junior high school? They give birth with the intention of supporting themselves. What they did was seriously disgusting. I decided to leave the sofa as soon as I could after stabbing the couple who kept making a fuss about my presence being unpleasant but wouldn't leave my side. Please stop making weird accusations. I was called to pay as soon as I got up from the sofa, so I left the hospital. I wonder why my appointments overlapped again today. Actually, I guess I have no choice but to consult the hospital. I was in a mild state of shock on the way back from the hospital. I walked to the nearest bus stop while thinking about what I could do for the weird couple. For now, I should just go home and calm down. Being too negative probably won't be good for the baby in my belly. I checked the time and saw that the bus was about to arrive. As I waited for the bus, relieved to be completely away from the hospital, I heard loud voices and footsteps behind me again. Oh, it's that old pregnant lady. She's going to be on the same bus as us. Ah, this is the worst. They're probably going to threaten other passengers or ask me to give up my seat because she's an elderly pregnant woman. Let's keep an eye on them. This woman is a monster pregnant woman who got pregnant for selfish reasons, so I have to tell the passengers not to be nice to her. To my surprise, the couple who had been bothering me at home for 3 days started walking towards the bus stop where I was. I was terrified. They were completely attached to me. Older pregnant women are not only strange but also treated unfairly. They think that everything is forgiven as long as they wear a pregnancy mark. They are really annoying. They should realize that we young people are losing out because of those shameless old people. They are just making up accusations that I don't understand. They are so persistent and scary. Did I do something wrong? Sigh. You are the one who is scary. Getting pregnant at your age is quite a feat. I don't understand why they are saying that the mere presence of an old woman is unpleasant. The woman in the couple started yelling at me. The couple laughed contentedly as they watched me shrink back in fear, thinking that something might happen to the baby in my belly. It's okay to be scared. Just keep getting smaller. Don't show off your pregnancy mark like you're so great. They're so angry that they won't realize it unless we make them understand. And yet, children are crazy. A couple laughing out loud. I could see the bus I was supposed to take coming up from the other side. If I got on the bus here, I wouldn't want to get on it at all, thinking that I'd be cursed at like this on the bus too. Huh? Aren't you getting on, old lady? You're old, so you want to go home to your vacation as soon as possible. The two of them kept grinning at me as they got on the bus. I really wanted to go home as soon as possible. But I don't have the energy to keep dealing with two couples by myself, and if things go badly, they'll find out where I live. I won't get on. I had no choice but to watch the bus leave. The couple laughed condescendingly at me from inside the bus, and the woman suddenly exposed her lower body. Why do I have to go through all this? It's scary to think that someone else would show me that much affection. I should talk to Yusuke about it. I don't want to worry them, but it'll be too late if something happens. That night, when my husband came home from work, I told him everything that had happened to the couple at the hospital.
Are there really people like that? Wait for the hospital to complain. The hospital was not at fault at all. When the receptionist came to check on me, the couple made a big fuss about me being bothered, and I couldn't fight back. Is that so? But it's scary that they followed me all the way to the bus stop. I'll go with him on the next day of my physical examination. I felt bad for making Yusuke take the day off from work, but after being bothered in strange ways one after another, I didn't have the courage to go alone, so in the end, Yusuke drove me to the maternity home on the day of my next checkup. I'm glad the baby is doing well. Are you okay, Captain? Are you tired? Yes, I'm fine. The waiting time was short. After the examination, when my husband and I left the examination room, Yusuke was the first to express his concern for me. I didn't think the checkup would be difficult, but my physical condition wasn't the same as before I was pregnant, and today, with my husband by my side, I felt more secure and my body felt better than usual. Sitting quietly in the waiting room, I remember the days when I went there for infertility treatment. Back then, I felt like I was walking through a tunnel with no exit in sight, but now the baby in my belly is healthy and we are both looking forward to the birth. I was so happy about that fact that I accidentally shed tears. Oh, look! Ria's here again today. Oh, it's true. And there's an old man next to him. Could that be the father? Gross. A real elderly couple. Doesn't this feel like a waiting room? This is the worst. I wish they would go away. As expected, or rather, for some reason, that couple appeared again today, reeking of perfume. The tension and strong scent made me feel slightly nauseous. I wonder what they think a hospital is, because they're wearing a lot of perfume and their accessories are so irritating, and the woman even has long nails with elaborate nail art. Aren't you pregnant? I sighed softly and winked at Yusuke. Huh? Is that it? Yusuke glanced at the two of them and sighed softly too. What are you staring at, old man? The male member of the couple came up to Yusuke as if to intimidate him. Oh, excuse me. But you're not after me, are you? A pregnant old woman suits you. Oh, that's scary. I heard old men always get all squirmy over young women. I can't believe it. Don't look at me. The two of them mercilessly threw words at us that made us feel like we couldn't stand them. In the end, it didn't make a difference even if their husbands were with them. When Yusuke and I didn't say anything back, the couple got carried away and puffed up their noses and hunched their shoulders as they stood in front of us. You're dirty, old men. Don't try to have a baby when you're going to be the one needing care soon. That's right. I feel like throwing up at the crowd of old people wandering around. This is a hospital for people who just want to have a baby. You two should never show your faces here again. Why do we have to be blamed by these young people who have nothing to do with us? What did we do? No, it doesn't matter if there was a reason or not. I can't forgive them anymore. I'll tell them what I have to say. I leaned forward, half-heartedly trying to hold onto my unborn child. Hey, you two, stop it. It was my husband, Yusuke, who gently placed his hand on my shoulder. Yusuke patted my shoulder gently to calm me down, then looked straight at the couple. You're right. The couple laughed even more at Yusuke's calm voice. Hee. Of course, it's obvious that this is a dirty, elderly couple giving birth to a child at an old age. We didn't say anything wrong. You should apologize for getting him into trouble before you go home. No, I didn't mean that insult when I said you were right. Even after being told even more terrible things, Yusuke remained completely calm. He continued to speak to the couple, who twisted their mouths in surprise. We are a married couple who have been childless for a long time.
I understand that society would say that we are too old to have a first-rate child. In that sense, you are right. But our bond as a couple is much stronger than yours, and we will not change our ways just because someone says something unpleasant. Sigh, our bond as a couple is stronger than ours. Don't mess with me. You two haven't been able to have children for decades. That's not proof that your love is weak. Our bond is much, much stronger. The female member of the couple, Mona, laughed, and Yusuke tilted his head in surprise. You are also having trouble having children, aren't you? Huh? What do you mean? I thought these two were a couple who were pregnant and going to the hospital. I looked at them in surprise, and their eyes wandered. Why did they do that? Yusuke smiled at the man who was pulling his face away. Was it Rigashi? Haven't we met somewhere before? Sigh, I don't know him. He's probably an acquaintance of the old man. You attended a diet therapy lecture course for men struggling with infertility, right? Well, my husband Yusuke said he would do anything for infertility treatment, and for a while he attended various courses and schools to improve his physical condition. The diet therapy course was one of them. He attended so many that my wife and I didn't know what was effective, but we had no idea that both of us were attending them. At that time, Kunito kept complaining that it wasn't his fault and that he had married the wrong wife. Everyone in the audience was shocked. It was Mona who reacted quickly to her husband's revelation. Hey, Momo grabbed Riga by the collar and shook him. He married the wrong wife. What rude things are you saying? It's Mora. No, that's not right. Calm down. What an old man like me would say. Riga was sweating profusely and searching for an excuse. Kei smiled at Riga to add to the attack. He also said that he's thinking of getting back together with his ex-girlfriend because he hasn't broken up with her, so you should be careful. Momo, who was furious at Ten Yasuke's words, turned red in the face and yelled at him. So that's what he's been doing lately, taking his smartphone with him to the bathroom and blogging for long periods of time. You cheater. You're the worst for not having broken up with your ex. Get down on your knees and apologize. Even being yelled at doesn't hurt. Momo shook off Momo's hand and raised her eyebrows and shouted. I should say this myself. You're not even pregnant and you can't do housework. You spend all your time on makeup and eat instant food every day. Your room is covered in pride. When are you going to eat a proper meal? How long do you think you'll be able to stand being married? Then you should get a job. Don't talk big when you've never been in society. What are you talking about? I married you right after graduating from high school because you said you wanted to get married soon. I knew the general situation from the two of them. Still, how loud is your voice? The hospital might have noticed the commotion, but they seemed to be very busy and no one came to warn us. So I took a deep breath through my nose. Hey, be quiet already. If you don't shut up right now, I'll call the police and tell them you're being stalked. Call them? They must have heard my threat and quickly covered their mouths. Why do we have to stalk a bunch of middle-aged, unattractive people like you? Well, what we're doing isn't stalking. He always talks to me at the women's house. He tries to ride the same bus, and he found out about my husband at a cooking class and has been obsessing over us ever since. That can't be true. We were patients here to begin with. I just got annoyed when I saw an old lady happily talking to that old man in the waiting room a little while ago, so I decided to harass him. The two of them, who had come to my aid, explained why they had been insulting me out of necessity. I see. We were so focused on our own happiness that we forgot to consider those around us.
That's right. We were lacking something too. After all, it's been over 10 years since we started infertility treatment. We've heard happy stories from those around us, but this was the first time we were in a position to be happy ourselves. We must have accidentally talked happily about the baby in our womb in the meeting room. When we reflected on our behavior, Momona laughed triumphantly. Do you understand how hurt I feel? It's only natural that you would harass me. But that has nothing to do with this. Please don't underestimate me, old lady. When I showed my usual strength, Momona immediately shrank back. What the heck? What are you doing? I'm not doing anything special. But if you ever talk to me or my husband again or cling to me, I'll really take you to the police. Oh, I'll make you wake up and tell you what kind of harassment you've done to me, and I'll make an official report to this hospital. Seeing my husband and I with our stern faces, the two of them shrank back and started to tear up. What's going to happen to us, the police? Stop it. What if we're all underhanded? It's the result of our own actions. If you're an adult who wants a child, you have to take responsibility. I smiled at the two young men who were turning pale. It's okay. Just don't come near me or my husband again. And go home for today. You two are making too much noise. Hearing my words, the two of them hurriedly grabbed their belongings and headed for the hospital exit. What? You're a pregnant old lady. Oh, if you say that, they'll call the police. Shut up. Remember that when you get home. I sank into the sofa in the waiting room as the two of them went outside, their argument still not over. Phew, I was nervous. Are you okay? Sorry, I wasn't sure if I should stop you. Yeah. I wanted to say something back to you myself, so thank you for not stopping me. My desire to have a child was so strong that I acted big, but I couldn't keep quiet in front of them who were clinging to me. Still, I'm glad they were scared by that level of bluff, probably because they have too little social experience. Yeah. They were insulting me, but I hope they understand how things work better as they get older. My husband and I talked quietly and then laughed. That day, I was called into the examination room and, as expected, both mother and child were healthy. My blood pressure, which I was most worried about, hadn't risen at all, and my husband and I were relieved. Now, as for Riga and Momona Matsuji, they apparently made up once and decided to continue as a young, healthy couple. But that soon fell apart because they couldn't get through the infertility treatments, and they quickly ran out of money, which they didn't have much of to begin with. Furthermore, the man wasn't satisfied with just keeping in touch with his ex-girlfriend, and he started drinking with his female friends and women from nightclubs every day. That's right, and if his ex-wife found out, the husband would be tainted too. The two of them had a huge fight that went on, and I was kicked out of the apartment I was living in. I heard this from the neighbors, but apparently the two of them lived in an apartment very close to the house my husband and I had built. And apparently they would get jealous and complain whenever they passed by our house. I was told that they saw me at the house and wanted to harass me, but when I heard that they knew where I lived, I shuddered to think that maybe they had been jealously watching me for a long time. Well, now that they're divorced, there's no chance of them going to the maternity hospital together, and since we live in different areas, I can think of it as a thing of the past. So Yusuke and I were able to enjoy the preparation period for welcoming our child with peace of mind. It's true that I'm an older pregnant woman, and there are many things I have to be careful about compared to someone who gets pregnant at a younger age. Still, I was able to enjoy life with Yusuke to the fullest, looking forward to the day when I could hold my child in my arms. And then the day of my delivery arrived. The contractions were so painful that I felt like I was going to faint, and Yusuke was worried and kept mumbling, hold on, and he was pale.
I don't know if it was because of that, but I was able to give birth to a baby without any problems. When I returned home after my hospital stay, my parents and in-laws took good care of me. My husband Yusuke also took a nursing class and is now fully enjoying raising a child, just as his parents wanted. It really feels like the whole family is welcoming the baby and raising the child together. All of this is because we endured the difficult infertility treatment period. Fortunately, my husband and I have money that we have saved up by working hard up until now. Our mortgage is almost paid off, and we are prepared so that our child can choose any path with peace of mind. I think that whether you become a parent at a young age or when you become an older parent, there are difficulties in both cases. I'm sure that I will continue to worry a lot about raising children. But I want to always have the ability to be considerate of people in different situations than me.